18日目、歩き出すでー。おはよう。おはよういっち、早起きやな。おはよおはよういっち、寒くなかった？なんとかなった。う。なんとかなったか、尾道は坂と猫も楽しめるといいね。今日は尾道でラーメン食べて、日没頃に三原が目標やな。夜明けの時間や、今日も一日頑張るゴン。おはようございます。今日も雨は大丈夫かな？尾道の予報。 18日目。この場所は野営地か？風強そうやな。今日も安全に。まだ暗いやろ。どうか気をつけて。3月。おはよういっち、今日もご安全に。まだ何も見えんな。空はちょっとは明るくなってきとるんかな？東の空は明るくなってきた。神秘的やな。明るい時間をフルに使えてええな。おお、かろうじて明かりが。開幕早々真っ暗闇か、日の出まではほんと気をつけてな。もう歩いとるんか。夜明けまであと30分ぐらい、本日もご安全に。明るくなったわね。これで足元少し安心や。頑張れ。おはようございます。今日も一日気をつけて。尾道とか新幹線でも結構疲れる距離なのに歩いていけるもんなんや。いっち、おはよう、ご安全に。雲多いわね。こっちも外冷えてるで。いっち、体温まり始めた？冷えてる時は本当に怪我、ご用心な。だいぶ暖かくなってきたわ。よかった、一安心や、気をつけてえな。曇ってて早朝の冷え込み回避できたんか。おはよういっち、一日になるよう祈ってるわ。おはよう、いっち早起きやな。通勤ラッシュはまだやな。歩きやすい時間かも。おはよういっちは寝つきええ方か？まあこんだけ歩いてや、泥のように寝れそうやが。せやな。カブトガニのマンホール？カブトガニだ、かっこいい。笠岡抜けたら広島や、安全第一で歩いてな。東京駅を出発してから18日目、広島県、突入。広島突おめでとう。おめでとう、マリンワールドまた近づいたで。広島おめ。ついに広島か、遠くへ来たな。いっちおはよう、朝一に広島入りとは。今日もご安全に。おはよう、早いな。おはよう、天気良さそうで何より。旅も終盤に入ったな。いっちおはやでー。おはようやで。いっちおはよう。いっちおはよう、今日は早めやな。もう岡山抜けたんか、早いな。いっちおはよう。いっちおはよう、もう広島とか早いな。今日も一日気をつけて。おはようございます。今日の名物は何があるかな？やべえ時は、一旦風呂入って寝るんやで。朝飯食ったんか？おにぎり食べた。宿泊予定地の三原の名物はタコやけど、最近地元じゃ取れなくて、よそから持ってきとるともっぱらの噂や。おはよういっち、今日もご安全に。徒歩に今日は特に朝早いな。今日も一日ご安全に。交換道路やな。交差点では気をつけてな。3月。いっちおはよう。今日もすでに2時間以上歩いてるんか。やあ、おはよう。気持ちよさそうやな。残るはあと3件やな。広島出身のものだが、コロナで2年帰れてなくて、いっちがたどり着いたのを見て、なんかすげえ嬉しい。今日もご安全に。外回りして、福山市が入りやな。いっち、ルートからそんなに離れとらん川沿いの草戸稲荷神社はなかなかかっこいいで。天気予報では夜に雨が降り出すかもしれんらしい。今日もなかなか難しい旅路になりそうやな。ルート的に尾道は通らんかの、最高の街じゃよ。尾道にはラーメンがある。いっち頑張れー。岡山過ぎとるやんけ。いっち、今日もご安全に。今どこや？広島入ったで。いっちおはよう、広島に入ったんやな。今日も安全で進んでくだされ。交換庁か、懐かしい。天気ええな。いっちおはよう、もう広島県入ったんか、今日も旅の安全を祈る。いっちおはようさん、今日もご安全に。尾道は銭湯養蚕あるから、さっぱりしてからラーメンもいいわね。わい、東区隅だから、いっちがマリンワールドに近づいてきたら、プラカード掲げて給水場も受けとくわ。ええな。わじろかな？ちはやかな？かしいかな？偶然ゴール近くに住んでる人っていいね。けど給水所作るんなら単に飲み物差し入れた方がええんぜ。そこは言葉の綾瀬はるかやん。このまままっすぐ行って、福山駅前で2号線に行く感じか。秋晴れだ。てか、とっくに浅虫水族館超えとるな。いっちの広島編が始まったな。今日もご安全に。いっち広島突入おめでとう。今日もええ天気でよかったやで。どうか一日ご安全に。福山にも花店中古車センターあるんか。しっかし良い天気やな。寒そうだけど。Y も時間と金の余裕ができたら日本縦断してみたいわね。線路の南側から福山城見えるかな？
一致、城見に行く？見れたらって感じやな。そか、無理せんようにな。まだ眠る町って感じ。この辺わからんな。博多、広島、岡山、姫路、神戸、芦屋、西宮、尼崎、大阪、というイメージ。一致今日もご安全にな。商店街、一致商店街好きでしょ。せやな。そろそろ店開く時間か。姫路越えた？超えた。福山市、広島県。右側手、玄関の牧草畑か？河川敷やな。めっちゃ手入れしとるな。急に田舎。おお、神社映っとる、一致3月。奥の赤い橋とその先の建物か？めっちゃでかいな。なんか神社とお寺さんがごちゃっとなっとるみたい。おもろいな。少し休憩。広島も長いよね。街中、ほっとする、お風呂入れたらいいね。尾道まで食事我慢するんかな？どやろな、尾道までまあまあ距離あるから。再開。歩いていると楽しそうな道。この斜めに立ってるものはみんな街灯かな？いかにもその土地らしい形やね。一致の平均時速って何キロなんやろね。立派な神社。なんか楽しそうな場所やな。草戸稲荷神社か、立派なお宮さんやね。佐賀の有徳稲荷みたいやな。いかにも観光地って感じ。田舎の神社は地味やしな。Y の地元のなんてこんなどっぱでなのないもの。派手はね。一致余裕あればお参りしとくとええかもな。塗装が新しい感じするけど、観光地扱いなんかね。由緒正しい稲荷社だが、昭和末期に社殿を鉄筋コンクリで建て直したらしい。格式高そう。千と千尋館。稲荷神社ってこんな立派なところあったんか。だいたいすっごい小さいか、心霊スポットになってて荒れ果ててるのに。京都伏見稲荷がお稲荷さんのてっぺんや、あそこは山一つ稲荷社やん。お稲荷さんは商売繁盛の神さんやから、商売してるとこは屋敷神としてお稲荷さん祀ってたんや。お稲荷さん舐めたらあかん、たたるで。闇に踊る狐やね。あとお稲荷さんは、見返り、お礼、を求める神様で有名。願い事が叶ったら、お礼参りとお礼の品を奉納せなあかん。そのままにしとったらたたられるで。お稲荷さん、友人様、水神様は、しっかりお祭りせんとたたられるって言うからな。なんやお寺さんやお宮さんの多いとこやね。地図で見たら山の上に、厳島神社や、妙王院や、88カ所札所があるわ。こういう幹線道路から一本入った道は、車が少なくて歩きやすくていいわね。近代の広島キャンパスやん。山側の2号線通るんかな？海沿いの2号線は遠回りになるけど、景色ええで。今日もご分を。福山で美味しいもの食べた？福山ではご飯食べとらんな。好きな感じの田舎道。尾道ラーメンは、やっぱりトンチンカン行くんかな？多分にきは予備知識内で、案内したらな。広島にも赤坂ちゅうとこがあるんやね。一致もそろそろ休憩したらどうや、歩き通しやろ？一致、大和ミュージアムには行かんの？難しいんちゃうかな。大和ミュージアム寄ったらだいぶ遠回りなるもんな。ゆっくりとした田舎道やな。この先にセブンあるっぽいが、何も補給線で大丈夫？今どこやに？広島。少し休憩。尾道ラーメンまで腹が持たない模様。このペースだと尾道は昼過ぎかな？一致に質問、一致みたく徒歩旅してる人にすれ違ったことある？今回は箱根と静岡の湖西で見かけたな。意外にいるんだね。今日千葉で見かけたから質問してみた。まだ10日ぐらいは一致と遊んでられるのかな？無理するなよ。一致、尾道ラーメンに向かって一直線。昼飯の参考までに。そろそろ昼飯考える頃か、野宿やったし、まともな朝飯食っとらんやろ。尾道は2号線沿い行くのかな？それとも突っ切るのかな？再開。どうせなら美味しいお店で食べてほしいわね。そういうお店って早く行かないとスープ切れとかで終わっちゃったりしないのかな？尾道は14時過ぎそうな気する。せやな一致尾道着くの夕方以降っぽいもんな。ここまで引っ張っといて丸亀製麺行ったら笑う。尾道ならラーメン食べてほしいわね。尾道中心部じゃなくて東尾道らへんに美味しい店ないんかな？結構ラーメン屋駅前より郊外にいい店あったりするやん。天川割と東側だったような。Y の好みで進めたいものの、チリカンゼロすまんな。マッマの車で連れてってもらったきりよ。尾道やなくて、調べたら福山市っぽいで。3月、一致の役に立てずすまんな。天気やな。やっぱりラーメン推し？松永駅前、2号線沿いのチンタオって中華屋さん、安くてボリュームあって良さそうだけど。お好み焼きは？将棋対局の食事公開みたいなワクワク感あるで。バイパスの立体交差が見えるわね。もうすぐ山も終わりか。
一致の予定は尾道ラーメンを食べるだから、ラーメン以外の選択はないん違うか？時間的には福山で食べるのも良さそう。ご安全に、やで。またメーカーでも出さんかな。前回のあん巻きも美味しそうだったし。あれ美味しそうだったよな。徒歩2機も予算があるだろうし、無駄遣いはできんだろうけど、地方のお菓子は見てて心が豊かになるわ。強行あんらだから、たまにのんきにメーカーでも食べてる姿見ると、ほっとする。っていうか、一致がそういうので休んでるとこ見ると癒されるわ。まだ全然地元には遠いけど、広島っぽいなぁとか思って泣きそうになるわ。故郷なん？せやねん、徒歩2機が今回通るの楽しみにしとったんよ。もみまん食いたい。もみじまんじゅう？せやで。広島といえばもみじまんじゅう人気じゃが、実は東洋花というまんじゅうの方が美味しいと評判、見かけたらぜひなんならスネークでそういう差し入れ一番ええんやない？糖分補給にもなるし。皮通り餅も美味しいよ。いろいろあってええな。どうせなら一番高いの差し入れるとええかもな。まあ一致は一人やし、量を加減すればええんやないか？ 12 個入りとかしなければ。因島の八作ゼリーが好きで見かけたら買ってまう。あのパッケージの八作の顔がたまらん。うまいよな。八作の優しい甘さ、酸っぱさがとあの顔である。今調べてみたけど草。調べたわ、表情が草だった。桜桃子の漫画っぽい絵柄やな。八作大福も出る時期だね。ラーメンは夕飯かな？昼も夜もの欲張りコースの可能性。飯屋を探す一致。松永やね、ここからチェーン店なら続くんやけども。尾道ラーメンが有名じゃけど、広島市内の方はまた独自で中華そばがあってあっさり美味しいぞよ。昨日はおうどんだったから、今日はラーメンかも。昨日だっけ？あのうどんもうまそうやったな。いつだかうどんに添加した大量に入れとったから、一致の体は油分を欲してるのかもしれん。昨日あたりから乾燥してそうやしな。尾道ラーメンは背脂入っとるし最適やな。ちょうどええわね、わいも尾道ラーメン食べたいんを。どんだけとっても足らんやろ。絶対摂取カロリー以上に消費してるんやし。せやな、心配になるからいっぱい食べてほしいわね。岡山って香川が隣なだけあって、うどん美味しいよね。さぬきの男うどん、備中の女うどんって言われるくらい、喉越しとかは違いますよね。すでに浅虫水族館までの距離を余裕でぶち抜いとる模様。無理してないとええけど、全く泣き言言わんから気になる。野宿でも体力消耗しそうやし。基本徒歩2機は何も言わず歩くだけだからな。鳴き声全く言わんところがかっこええ。前は結構足の状態なんか見せてたんやけどな。心配させるからしないんだろうけど。タバコも酒もやらずによう続くもんやで。歩いたり走ったりすることがタバコみたいな人いるしな。スタイルがほとんどフォレストガンプなんよな。そうなの。むしろタバコも酒もほぼやらんから多分、体力あるんちゃう？そやろけど、気晴らしくらい必要やろうしな。一致は旅自体が気晴らしなのかもしれんな。年に一度のイベントのために日常から酒タバコ立ってるんやとすれば大したもんだけど。歩いて行ったら違う景色が見られると思えばな。ドーピングもせず薬もやらず、ゴム層の感じなんかな。まあ冷静に考えると、酒もタバコもそんなに楽しいもんでもないしな。これで普段一致が酒とタバコめっちゃやってたら、それはそれで逆にすごい。尾道ラーメンまだかな？今日、スネークに気がいないわね。スネーク様、お越しになられたらご返事を。足もそうやけど、靴大丈夫なんか？一月のストイックアンラは大したもんやな。これ、犬連れてたとしたらついてこれるんかな？やめて。もう休ませてくれメンス。やっとれんわ。山あるやんけ。逃げたる。1日50キロ。さすがに長すぎるかな？鬼畜一致で草。まあ、北極圏では犬ぞりとか引いてる犬もおるし、犬種によるんちゃうか？多分アスファルトで肉球ズタズタやろ。一致がそういう犬連れてたら目立つやろうな。人は動物の中でも持久力がやべえというのはよく言われるところやな。でも、動物連れてのアンラもロマンはあるわな。宿泊が大変やな、リアルに考えると。まあそれは確かにな。ワンワンは止めてもらえんしね。オール野宿。一致が野宿ん時だけは動物が寄り添えばええやろうなとは思う。冬場はあったかーい、やろな。レッドバロンってどこでもあるわね。レッドバロン東尾道店やな。ラーメンも近いか？このまま海沿いコースかな？飯屋ありそうやな。もう尾道か。尾道へ。尾道突入おめ。尾道突入おめでとう。おめ。その先ずっと行くと万来軒がある、ラーメン美味しいですよ。お目当てのラーメン屋は決まってるんか？一致は虎視眈々とうまいラーメン屋を狙っているのかもしれん。ちょうどいい時間に尾道に着いたわね。もうすぐラーメンタイム。ワクワクするわね。
尾道ええな、ワイもまた行きたいな。千光寺参りするんかな。山の上やから往復で時間と体力盛大に削られるで。尾道のラーメン街まで4キロくらいあるかな。1時間弱はかかるか。ストビューありがとな。今日は割と時間あるし、ええんやで。尾道といえば、尾道城解体されたんよな。尾道ラーメンは醤油背脂とかそんな感じかな。尾道ラーメンまであと少し。今回は天候に恵まれててええな。お天道様も応援してるようやね。俺の予想では、次は尾道大橋の写真をあげるはず。たっか、思ったより高い橋やな。下、船が通るからこんなに高いんか。このルートなら、国道184と2号線の交差あたりで時計台が見えるかもな。ラーメンまだか。山陽本線の線路が見えたから、ご飯タイム、もうすぐやね。橋の真下やね。三原まであと15キロくらい。やっと追いついた、福岡で待っとるでー。一致、そこ渡ったら、唯一徒歩で四国行けるやで。てか飯まだ？わいお腹すいた。雰囲気ある商店街行けるでー。一致はもうどの店に行くか決めてんやろか？うまいラーメン食べられるといいが。映写機？多分ヤマハの仙外機。ごめん、映写機だった。尾道は映画の街やしな。映画資料館のだと思う。強そう。尾道行きてー。いよいよ商店街の中やね。ラーメンタイムが近い。一致はそろそろご飯かな？ちょい先の一番館、うまかったで。めっちゃええ雰囲気の通りやな。うわー、ポエムだー、懐かしい。生きてー。ご飯食べます。ごゆっくり。お疲れさん、担当上がりや。やっぱ尾道ラーメンか？尾道ラーメン来ちゃー。尾道ラーメン、ラーメン、ラーメン。今日のご飯は何やろな。うまそう、一致がラーメン食う日はワイも食べたくなるわ。中華そばに天かす入ってるのが特徴なんかな？背脂ー。3月、ワイはどうせなら表面隠れるくらい入れてほしい。ストレート麺の醤油なんやね。ラーメン来たー。尾道ラーメンの特徴がわからんな。普通の醤油ラーメンにしか見えん。調べてきたで。豚の背脂を浮かせた醤油ベースのスープと平打ち麺が特徴。ただし、店ごとの個性も大きく、豚骨と海産物ベースのスープに、ストレート細麺の尾道ラーメンを出す店、豚骨、鶏ガラ、野菜、昆布からスープを取る店もある。市内に古くからある店では、中華そばの名で、豚の背脂を使用しない店も多い。天ぷら、かき揚げを乗せた、天ぷら中華を出す店もある。サンキュー白色税民。ラーメン来たー。うまそう。味のあるところでご飯タイムやね。ご飯の時間だー。尾道ラーメンやったー。背脂。めっちゃうまそう。ここかな？フレンドじゃね。それっぽい気もする。中華そば永順ってとこっぽいが、どうだろう？一致のラーメンの写真は、他の人にラーメンを食べたくなる魔法がかかってる。油断してたらめちゃくちゃ近所じゃ。ちょっと大回りになるけど、近所にサウナあるで。そこまでいかんでも、目と鼻の先に温泉ある。ほんとだ、しかも安い。とうとうしまなみ海道通過したか、あそこほんま綺麗や。瀬戸内海沿いか峠道かでルート悩むと思うんだけど、一致は朝のスタートの時にルート決定してるの？それとも分岐の都度歩きながら決めてるの？日によるわね。尾道は通りに素敵な名前がついてるんやね。今日の目的地まであと少し、頑張って。気が早い話やけど、明日はどこまで行く感じや？東広島。内陸経由か。三原から東広島は高低差270メートルやな。妥当な線だと思うわ。山越えがあるし、一気に広島市内は厳しそうやしな。今日は早めに休んでや。明日はきつそうやけど刻むなら安心やね。応援してるでー。東広島のどの辺？時間が合えば会いに行けるわ。多分快活ちゃうかな。最上のか、余裕で行ける場所だわ。安いビジホ探すんやで、一致や。東広島駅周辺だと、ビジホの最安は、東横イン東広島駅前やね。楽天トラベルとじゃらんで、どちらも税込み3600円。東広島まで行くのか、今日は相当な強行軍になりそうやな。徒歩2期頑張れ。明日な、今日は三原。今日は三原でホテル取ったって、一致言ってた気がする。びっくりしたわ。今日のうちに東広島まで行くなら80キロ以上歩くもんな。三原なら安心だわ。尾道は坂の道って聞いたけど、島の方のエリアなんかな？空港あたりまでめっちゃ登りなんよな。山陽道走ってても最高地点の看板あるわ。一致のピッチが早い。尾道は17時頃到着と思ってた。この分野と三原までは結構早く着くん？日が暮れるまでには着くんちゃうかな。18時前に着けば上々やな。
今日はお宿予約済みだし、ちょっとリフレッシュできるといいな。東広島経由なのね。暮れに来てもらえなくて残念。大和ミュージアムおもろいわね。もう一度行きたいとこやわ。今度は北陸方向行ってほしいな。三条つばめラーメン美味しいぞ。尾道に野良猫の来る美術館なかったか？守衛さんとの攻防で有名になったやつ。千光寺の上、横、にある。なら行くの無理だな。時間あるから千光寺登ったろ、言い出しそうで怖いわね。2期はロープウェイも縛りありやんな。ほなら登山きついで。下りは経験あるが、転げ落ちそうになったわね。ちょっとした雨雲来てるから気をつけて。15時くらいから雨かもな。英気を養って再開。川三毛ぬっこ。川よ。午後もご安全にゃー。根っこかわいいわね。癒し。なんかええ感じ。インスタでおなじみのとこやな。有名なとこなん。猫ちゃんのように歩くんだ。降らない？気をつけて。去年の浅虫水族館より明らかにペース早い。シンメトリーっぽい風景好き。シャッターのアーケード街、寂しいな。平日感あるわね。アーケード通って駅前に抜けるのかな？ついでや、どっかでパン買っていこう。この商店街ブラタモで見たな。は写真撮るとき、人を消す特殊能力持ちだからな。雨雲レーダー見たけどそろそろ降りそうやね。14時50分、雨雲の様子。福山まで行っててはロス。電車の駅っていうより、道の駅とかサービスエリアっぽいな。尾道駅、ちんまりしてて可愛い。駅は昔の方が良かったな。城も見えたし。利用者の意見も聞かなあかんけど、最近のとにかくガラス張りにすればいい、ってのはちょっと違うやね。尾道城はもともと歴史上存在しないし。まあ、安土桃山時代とか、江戸時代の城ではないが、尾道城もまた、あの時代の城郭風建築物という歴史の1ページよ。せやけど、昭和の建築物が顧みられることってほとんどないからな。明治大正のレンガ建築が保存移築される一方で、昭和のコンクリートビルジングとか、片っ端からユンボの餌食やで。今尾道駅か、18時には入れそうやな。懐かしの尾道の街並み見て興奮しとるわ。三原越えたら山側歩きそうじゃし、しっかり瀬戸内海見てってや今日はっぽい昼食食べたくて、たこ焼きとラーメン買ってきたわ。ポテサラあったら完璧だった。絶対降るやろこれ。16時頃から降りそうやな。あるんやな。野宿は昨日でよかった。これは雨雲。尾道か。まだ降ってはいない感じかな。せやな。三原へ。着々と進んでるな。このまま海沿い歩いて市街地入りやね。あと 1.5 時間持ってくれればな。今日はホテルで正解やったな。洗濯もできるし。うわぁ、マジ地元です。糸崎じゃ。糸崎駅を山側に行ったら道の駅があるぞ。今来た。刈足で出会って1週間ぶりだね。徒歩2期。今どこや？祝、三原市突入。今広島なんやな。福岡にはいつ頃到着や？なんやかんや、現代日本の街並みも悪くないよな。今来ただけど、広島にいるのか、すごいな。1日早かったら福山か糸崎でスネークできたのに、山口で待ってます。無事山口入りできるよう頑張るで。ゴールまであと少し、頑張れ。ゴールがもう少し先だったら差し入れ持っていけたのに。降ってきた。マジか。来たわね。雨降ったら一気に気温下がるから気をつけて。しばらく降り続きそうはね。降ってきたか。雨雲レーダーは長引かないって言うとるわ。天気雨やしな。ついに来たわね。太陽出たら虹が見れるかもな。夕立かな？ぽい。秋雨やね。糸崎病院っていう心霊スポットの跡地が近くにあるはず。行ったことないけど。ストビュー見てると、しばらくは雨宿りできそうなとこないね。ほぼ止んだから、なんとかなりそう。雨止んだんかよかったわ。通り雨やったみたいやけどな。よかったやで。尾道は曇天でもどこか情緒があるわね。狭いとこに、バイパスと線路と9-2号詰まっとるな。これランプ作るために埋め立てとるやろ。いい光景やな。ほんま撮るのがうまいな。雲がとてもいい。にわか雨にやられたんか、体冷やさんようにな。西の方晴れてるということは、期待できるわね。せっかくのええ道やのに、天気残念やな。太陽や、どこかに虹出てへんかな。めっちゃええやん、最高。絵はがきみたい。予定通り18時頃三原には着きそうやね。気をつけてお散歩楽しんで。電車が黄色い。バイバイやね。ええね。ちょっと登っとる。道の駅かな。
四方、一致、スト10を振り切る、収録されてない脇道に入った模様。おつ、ありがとうな、楽しませてもらってるで。脇道って楽しいもんな。今何県？広島県、もう見晴らし入ってる。瀬戸内海の景色はええな。てか一致、本当にそんなとこまで歩いて行ったんやな。明日は箱根鈴鹿に次ぐ難所になりそう。鈴鹿峠通ってもいないけどな。関ヶ原か。右足出して左足出すという超シンプルな作業を繰り返すだけで東京から広島まで行けると考えるとすごい。国道の糸崎駅過ぎたあたりかな。やっと見つけた。先週の今頃は上洛して盛り上がったけど、6日間で広島まで行くんやもんな。一致の写真は余剰がありすぎてやばいわね。糸崎から三原の古戦橋か。2日分の疲れをねぎらうような設計やな。写真うまいよな。スマホで撮っとるやろ？せやな、今日はホテル予約してるんやっけ？せやな。昨日は野宿するとかって見たから、今日はゆっくり休んで体力回復してな。あと一息って感じかな？一致頑張れ。その写真の先にある肉そばとやらが気になる。快活通り越した？今日はホテルか、ゆっくり休めるな。昨日は野宿やったしな。一致、スーパーエブリーが格安やでー。一致の撮った写真は貴重やわな。確実にそこを歩いたって証拠やしな。時間も出るわけやし。そろそろ着きそうか？イオンで弁当買いそうやな。他人の弁当を見るのは楽しい。朗報、到着。お疲れ様、しっかり食べてゆっくり休んでや。おつやで。おつやでー、ゆっくり休んでやー。お疲れ、昨日の分もゆっくり休むんやで。風呂ものんびり入って疲れとってな。なんかうまいもんでも食ってや。お疲れさん、弁当やなくて、飯屋でご飯食べな。湯船にお湯溜めて、厚めの風呂に入んな。お疲れー。一おつ。おつ、明日は過酷だからゆっくり休めよ。おつやで。おつやでー。お疲れ様、ゆっくり休んでね。一致はホテルは大浴場派？部屋風呂派？気分次第やな、大浴場の方が多いかも。サンキュー一致、ワイも足伸ばせる大浴場が好きや。温泉だとな嬉しいわ。一致お疲れ様です。明日は厳しい道のりになると思います。ゆっくり休んでください。明日は竹原あたりに行くんかな。東広島やって、多分西条あたりやないか。なるほどな。しかしどのルートもエグいな。今日の補歴。お疲れさん、今日もしっかり歩いたわね。明日に備えてゆっくりしてや。休息日作らん代わり1日の距離を抑えるかもって言うてなかったか？ほんまに無理せんといてな。おついっち、今日は朝も早くてピッチも早かった印象。50キロ超えさすがやで、明日に備えてゆっくり休んでや。900キロ突破やね。広島あたりで休息日入れるんか？みんなサンキューガッツ、今日は無事広島入りできたで。三原、東広島は難所になるので、ここで体を休めて備えます。晩ご飯決めてないけど、画像は載せるやで。一致お疲れ、何食べるのか楽しみやわ。お疲れ様、たっぷり休めるやん、回復祈っとく。一致お疲れ。アップダウンあったり難易度は高いかもしらんが、一致にしては距離は控えめやな。ゆっくり休んで明日も頑張って。ここからが本当に難所やから、あんまり無理せんでな。関ヶ原以外は最短ルートを選んでるな。こう見ると、ほんと中国地方は未開発地域ばかりやな。地元島根で360度山ばかりで、広島羨ましがってたが、大して変わらんな。わかる、山口県内の山の多さよ。山口ほんま山多いな。島根も相当だけどそれ以上やったわ。市街地考慮したら、三原、東広島、岩国、徳山までは、ルートの遊び少なそうやな。ほんまにきついのはこの区間やと思う。五日市から徳山まで快活なし、道の駅なし。岩国あたりで安いビジホとかあったら紹介してやってや。周防高森駅は寝られそう。東広島、五日市、岩国、徳山、やな。20日、東広島駅、35キロ、21日、五日市駅、47キロ、22日、岩国駅、30キロ、23日、徳山駅、47キロ。徳山の一個手前の櫛ヶ浜が、最寄りの快活、周防区目店があるな。あさってよねー。広島言うても五日市あたりまで出ちゃえば快活あるし、前は廿日市にあったんだけど、確か閉めちゃったはず。西条から大竹の安宿まで頑張ったら、次の日に周南まで行けんかな。西条広島間アップダウン多いし、その上で70キロを歩くのはきつくないか？一致ならやりそうやけど。地形図を見てたら、中国地方は難所というのがよくわかった。細かく刻んで無理しないでほしいわ。一致にとっては初めて行く道やし、刻んだ方が無難やと思う。お疲れ一致、野宿で疲れ溜まっとるやろうし、しっかり休んでな。
また明日は野宿なのかな？今日はゆっくり休んでほしい。西条で久々の快活やないか？岩国駅前に自由空間はある模様。自由空間わね。錦帯橋あたりで野宿するより全然いい。自由空間あるなら岩国で区切るのがいいね。でも、今日、早く終わったから、明日、広島市内まで70キロをやるんちゃうかな。明日は東広島までぞ。明日も難所やな。今日も一日お疲れ様やで、しっかり休んでな。着いたんか、早いな。今来た、一致今日の目的地到着したんやな。飯は何かな？野菜食べて偉い。うまそうやね。煮卵が雰囲気出しとる。おすすめされてタイムリーやね。ただでさえ安いのに2割引きとは買い物上手やね。明日の朝果物があったら少し食べておくといいよ。おお、間に合ってよかったわ。そっから2割引きか。大正義エブリーですわ。割引前の価格も安すぎやん、裏山。ガチうま唐揚げ、塩、弁当、ってネーミング、なんかすこ、一致が肉を食べてて安心はね。長距離歩くことで筋肉使うから、タンパク質をしっかり取るのも大事よね。ギリギリになりそうやな。一致の歩行性能のせいじゃなく、街の感覚のせいで。宿泊地考えたら、西条、五日市、岩国、徳山、豊富、宇部、小倉、福津、海の中道、みたいな感じになるんかな？宇部から小倉、1日では無理。宇部から小倉はちょっと厳しいかも。下関までやろうね。言うて一致やぞ。国道を人道で渡ること考えたら、下関はちょっと遠回りにならへんか？下関の市街地まで行っちゃうと遠回りになるか？徳山から下関まで快活の店舗見てみたけど、周防久米、豊富、調布、山口市に2店舗あるが、山陽線沿いから離れ、山口線沿線になる。宇部新川は宇部から5キロ離れてる。下関や柳にもあるが、旗部から山陰本線で2駅5キロの距離。海渡って文字に来たらええねん。船の量多い海峡やし、それはちょっと。すまん、海の下、トンネル、渡ってや、でもねカフェないな。割とギリギリの日程なのかな？一致は29日に帰郷できる必要があるんやろか？それとも29日にマリンワールド見て30日帰郷でもええんやろか？ただ、本州内は選択肢かなり限られるから、どの道これに近いスケジュール感になるとは思うで。30日が支払いでリミット29日、できれば28日に着きたいって言ってた気がするで。何の支払いか知らんが、それだとガチで余裕ないな。無茶するなら抱負飛ばしやな。リミットまで10日で、残り最短320キロやから、ペース崩さんことが大切やね。一致お疲れ様、今日は朝が早かったから、早めに休むのはいいわね。一致お疲れやで、毎日頭下がる思いや、しっかり食べたら温かい風呂に入って爆睡してや。お、今日は早上がりやな、おつやで。小倉まで来てくれれば、快活何店舗かあるんやがな。差し入れ入れたいけど何がいいのかな？2期の考えるものでええんや、スネーク楽しみにしてるで。お米10キロとか。嫌がらせで草。門司港からゴールまでは峠道ないの？一致が国道沿いを通っていくなら峠中峠はないな。今の一致には平坦な道は楽勝だろう。1日70キロくらい行くんちゃう？このスレ新山やけど、一致って何者？めちゃくちゃ健脚で長距離歩いて旅する人。というか、1ヶ月で東京から九州まで行ける計画ってすごいな。自分も歩きたくなるよね。先週ちっと展望台行って、そこら辺ブラブラしてきただけで筋肉痛でいたたた。歩きやと道端にある些細なことにも気づけるのはええよな。休みの日だけでも歩くのもええで、2万歩くらい歩いてサウナ入ってビールとか最高や。わいは今からジョギングや、寒くなってきたから腰が重いけど、一致に負けんように頑張る。ええやん頑張れや、風邪ひかんようにな。ぎっくりこんように気をつけてや、わいは靴紐結ぶために腰折った瞬間にぎっくりになって、その後脊柱管狭窄も来たんや。奇遇やな、わいもぎっくりや。ぎっくりはすでに経験済みや、むしろ再発防止で運動せなあかん。脊柱管狭窄来たら足痺れて動かんし、下手したらしょんべんもうんこの感覚もなくなるで。病院も70代までなら歩かれんようになるかもしれへん言うて、手術もしてくれへん。今どのあたりなんや？三原。やば、感覚が関ヶ原で止まってた。今はどこやろ？ベッドの中。秋国か、テクテクでようそこまで行けるもんやな。明日はくれやろか？東広島を一つの目安にはしてるっぽいね。さすがに三原から呉まではきついよな。でも空港のあたりか。歩ける距離とちょうどいい感じのところがあるのとが、ここからはバランス悪いわね。山の中だし、泊まるとこも大変そ。尾道ってことは広島まで行ったんか、すげえな。一致は夢の中か。おはようございます。今日もいい天気になりそう。東広島の予報。一致そろそろかな。おはよう、今広島やと割とキツキツなんやろか？おはよう。
一致おはよう。おはよう一致、今日もご安全に。一致おはよう、よう眠れたか？よう寝たわ。おはようございます、すやすやだったか？一致おはよう、しっかり朝ごはん食べてな。一致おはよう、寒さで体調崩してない？ぼちぼちやな。徒歩2期おはようやで、今日明日は厳しいルートやし、頑張ってな。疲れは取れたかな？みんな3月、とりあえず今日は東広島までやな。今日も安全第一で気をつけてな。おはようやで気をつけてな。おは一致。今日もお気をつけてー。おはようございます。今日も一日気をつけて。応援しかできへんけど、今日も見守ってるで。北海道は大雨んご。よう見ると広島も横に長いわね。起きたか、日中は書き込めんけど、とりあえず行ってらっしゃい。道中気をつけて。東広島市民、今日だけたまたま出張で広島市内泊予定でなく、一致に差し入れしたかった。広島横に長いな。道沿いに単純に横断するだけで145キロか。日本海側の欠点は町と町との間隔が微妙で徒歩2キロ旅には難所になるところやな。もっとゆっくり移動するなら影響は少なくなるんやろうけど。おはよう一致、今日もご安全に。今日の工程は本郷ってところを境にずっと山やな。一致今日も頑張って。一致おはよう、今日も頑張って。一致おはよう、今日は少しでも暖かいとええな。気ぃつけて進んでくれやで。リミットまであと10日切ってるんよな。すれ追ってたら10月あっという間やな。おは一致、朝飯中か？山登り頑張ってな。今日は山なんやね。気をつけて無理しすぎんようにな。応援しとるよ。山間部は冷えるから暖かくしてな。19日目。三原やっさ。三原、やっさ、おすいなんじゃろ？これかな？やっさ祭り、三原市。ありがとん、確かに踊っとるわ。いってらっしゃい、気をつけてな。今日も楽しませてもらうで。もうこんなに歩いてきたんやな、すごい。ゴール間近。って見えるのはきっと一致だからやね。今日も仕事しながら応援してるで。今日あたりで4分の3ぐらいか？いってらっしゃい、ご安全に。国道185号。今日も気ぃつけてな。東広島まで距離は短いけど峠道やな。今日も一日ご安全に。おはよう一致、今日もいい感じにうまいもん食って楽しく歩けるといいね。今日は天気良さそうでよかった。一日安全にね。雲の流れが速そうやな。早速山道やね。あっという間に三原市街地を抜けたな。一日で三宮から加古川まで歩いたからな。これからだらだらと上り坂。広島も風が強いのかの。今日は40キロくらいの予定かな？最高気温15度強っぽいが、冬月一致には何も問題ないんやろ。あとは300メートル弱登ること、18時頃に着きそうか。頑張ってな。寒さには強いんだっけ？前回の青森も10月末だったから、それに比べれば西日本は基本的に安全だわね。またすごい。これもクズなんか？看板怖いんご。でそうよね。この3、4ヶ月でリニューアルされた看板っぽいな。リニューアルというか、これ LED 看板？やとしたらこんなおどろおどろしいフォント用意されてるってことやろ。ああ、これ LED なのか、手作り看板なのかと思ったわ。しばらくは川沿いの穏やかな道やけど、ヌタ川越えたらいよいよ峠越えやね。この週末の間に北急来てくれたらスネークできるけど、微妙な距離感やな。スネークできんでも応援しとるわ。のどかなところ。歩道が消えた、用心やで。こんもり山かわいい。山がこんもりしててええわね。結局山陽本線と呉線と、どっちルートで行ってるんや？旧西街道、東広島方面なんやないの？山陽本線に沿ってると思われ。3月、そろそろ Y が通ってた F ラン通るかな。県立広島大学？近代。山陽本線の方やばそう。呉線の方が平坦な道だよね。呉と比べると直線ルートな分距離が20キロ近く違うから。そうなんですね。確かに三原から電車に乗ると呉線より本線の方が早いです。山陽本線は山道なイメージなので気をつけてほしいです。イノシシしか気をつけてください。草すごくて草。歩道が。国道とか県道改修するときに歩道を広く取らないと補助金が下りないらしくて歩道はぼちぼち整備されてるんだけど5年もすると自然に飲まれてくるのよね。はい、勉強になったわ、サンクス。草まみれや。草刈りするのもただじゃないから整備する自治体も大変だわね。田舎は金がないから除草できずに歩道が雑草に侵略されてるのはよく見る光景やな。完全に秋の空やね。山口はまだ小さい町がポツポツとあるイメージあるわ。
山口在住2年目ですけど、歩道も狭くて、超高齢化なんで、軽トラ G さんに何度か聞かれそうになりました。徒歩にきさんも気をつけて。気をつけれいっち。雲の感じがなんかすごい。いっちのおかげで空や雲を見上げるようになったで、歩く旅ってすごいな、真似できんけど。ことやんね。会社の窓から遠くの山が見えるなんて今日初めて知ったで。東京は風強いけど、空が青すぎるくらい青い。ここ、自動車専用道路ではないんだね。このまま国2だと山と山の間だから、峠越えはない感じ？教えて地元民。高知あたりから坂とかありそうな気がする。今日広島抜けれるんかな。この辺り過ぎたら店なさそう。一休みしたら？せやな。今日、最上に日が高い時間帯に到着しそう。それよな。の見客からすると、今日、府中町あたりまで行けなくもないのがね。そうすっと、府中町、岩国、下松、って財布に優しいコースができるのよね。府中、海田あたりまで行くと、明日からの工程が楽になるけど、泊まるところがないかもしれない。府中町にコミックバスターあった気がする。今もあればだけど。府中で満喫止まりか、海田でビジホ止まりか。雲増えてきた。自分が普段通ってる道を一致が歩いてるの、なんか不思議な感覚や。地元なん？地元は東広島や、この道は通勤経路やな。J 民多そうやな。各地に点在してる J 民に感慨深くなるな。雲がまた重くなってきたな。この写真に写ってるあたり、3年前の7月豪雨で土砂が流れ込んでぐしゃぐしゃになったとこや、要復旧したもんやで。へえ、そうなんか。なんかまた甘いもんでも買ってみたら？わあ、懐かしい。私がいた時、その先にうどん屋さんみたいなのあった気がするけど、まだあるのかな？府中町にコミックバスターあるぞ、シャワーもあるで。府中まで行った方がいいかも。記憶が定かではないけど、西条から府中って緩やかな下り坂だったような記憶が。このペースだと、17時過ぎには西条かなって感じ。一致の体調どんなんじゃろ？何も言わないから多分ぼちぼちで問題なさそう。少し休憩。ランチはまだかな？そろそろ上り区間に入るな。そうなん。無理せん程度に頑張ってな。ひたすらダラ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 登ってった記憶が。西条名物のびしょ鍋、食べてほしいけどな。たまには精のつくもん食ってほしいやで。2期にはぜひ西条の酒蔵通りを通ってもらいたいんだがな。ちょっと遠回りになるよな。なんか相変わらずいちいち雲行き怪しくなるな。2号線しかないんやけど、途中から片側1車線で歩道がなくなるのは危ないわね。こっから先、最短の県道59号と国道2号と、どっち行くんやろ？徒歩ナビだと59だからそっちじゃね？飯からんで行き先変わるかもしれんが。59号やな。そうか、こっから先、店少なそうだし、水分多めにな。空港向かうんか、そこまで行ってから西の方が、平坦といえば平坦やな、急がば回れか。西条に向かうにつれて、標高高くなって寒くなるから注意やで、特に日が落ちてからは一気に寒くなる。せやな。相変わらずボリューム弁当やな。広島風お好み焼きなかったんか、まあこの後いくらでも食えるか。マックスバリューでこんな焼きそばあるんやな、ご当地ものってことか。タンパク質、水分も補給しつつ頑張ってや。昼ご飯。せやな。この先店なさそうだから早めに飯か。やっぱよく見てるな。西条までラーメン屋とかなさそうだもんな。ガバのラーメンって広島だけ？ルート的に時系駅前の誕生の汁なし担々麺がおすすめ。八天堂カフェリエ。早朝から動いてたら食べ物も飲むように消えていくよな。弁当多いな。野菜も炭水化物もたくさん取れてナイスわね。毎回いい弁当見つけるな。阿蘇山噴火したんか。マリンワールドは無事やで。今回のはやばいやつかも。阿蘇山噴火は定期的なガス抜き程度やろ。前の噴火の方がひどかったし、この程度なら福岡には何の影響もないな。徒歩2期は何の心配もせず頑張ってな。再開。もしかしてお外で食べてたん？中。了解。今の標高が9メートルやけど、7km で247メートルまで登るんやな。そこから先は平坦やが。今日は西条泊予定なん？せやな。じゃあ距離的には少し余裕あるんやな。野宿なら西条はよう冷えるけん気をつけてな。このまま県道59号行くみたいだけど、途中で73号から国道432号でも行けそうやけど、どっちで行くんやろ？しかし今歩いてる道、すげえ田舎道だな。小谷インターに続いてるのに。綺麗に整ってる道はね。西高谷やん、左の橋渡って遡って行ったとこに下宿してたで
って全然違うやん。まだ白市ぐらいか。この辺似たような景色ばっかやからわからん。お昼休みで覗きに来たで、今から山入る感じか。頑張れー。なんやこの石は。山と空と雲のバランスが絶妙。一致の写真はなんか安心するわ。山道、足元気をつけてな。今日は人少ないね。噴火の影響かな。阿蘇山噴火。電波が良くなくて画像が上げられないかもしれん。生存確認だけよろしく。安全なら画像なくても構わないで。可能だったら、現在地の地図とか貼ってくれると嬉しいわね。一致まずはご安全に。画像は電波良くなってからでいいで。3月、電波戻ったらまとめて載せるやで。それは嬉しい。一致、ご安全に。道中気をつけて。新庄交差点ぐらいちゃうかな。どこ歩いてるか地図見て想像するのも楽しいわ。緑がわさわさブラックジャックの話で出てきた道ってこの辺かな。車で走ってると人が歩いてることに驚くタイプの道だ。出た、田舎名物の無駄に整備されて誰も通らなくて綺麗なのに草木に侵食されてる歩道。そういう道ちょっと一致が歩いてるんやから無駄やないぞ。確かに。なんてのどかなんだ。甲骨。飛行機見える？なるほど、空港側から行くのね。2号線よりいいと思うわ。道中気をつけてな。河原が中国地方やな。なんか特徴あるんか？カープカラーやで。なるほど。石州河原、赤い屋根瓦。一致さ、スネーク以外に話しかけられたことある？ぼちぼちある。やっぱあるんだ。狭いわね、気をつけて。80% は進んだ感じやね。一致の撮る写真は静かで好きやわ。平和だな。今日の山場は越えた感じやな。今夜のお宿は決まってん？未定やけど快活ちゃうかな。ほならよかったわ。雨はなさそうだけど野営は寒そう。明日の東広島の最低気温7度みたいだわ。吹きの塔の風来坊が似合いそうな光景が続くわね。ジェイミンは知らんと思うで。歩き疲れて立ち止まりやろ。せや、ワイも通ってたユースで歌ったから知っとる口やで。いい天気やね。この赤い橋みたいなの、なんだろう？滑走路の誘導灯。てっきり作りかけの橋だと思ってたわ。ありがとう。空港来たわね。広島空港。一致、しっかり食ってくれ。しかし山陽道は長いね。この辺って熊とか猿出るのかな？朝北あたりはいるみたいだけど。猿よりイノシシの方が出そう。よろしくニキー。このくらいなら倒せそう。岩手熊、一致には指一本触れさせんを。北広島は明日の最高気温9度らしいから寒さ対策した方がええで。北海道？北広島は北海道やな。ちなみに北海道の北広島は広島近辺からの移住者が多かったからその名前になったと聞いたことがある。和田育次郎っていうおっさんが広島県人率いて入植して成功させたので北海道庁長官が感動した和田村って名前つけるわって言ったらわい一人の功績やないし広島村でいいよっていきさつだったはず。北海道は人名地名も多いわね。北の広島は北海道にあるのか。広島広いな。というかなんで広島の人が北海道に移住？開拓？和田育次郎とその仲間たちは広島でも生活は安定してたんだけど新しいこと始めたくて資金出し合って集団移住開拓したパターンやね。北海道はいろんなところから開拓者が移住してきて成功したり失敗したりしとる。奈良県十津川村で洪水被災した人が入植したところが新十津川町やった。東広島へ。広島空港の誘導灯の下やね。東広島に空港が移転したんだった。海の方に空港があった記憶が。こんな固定式クレーンあるのかと思ったら空港優雅島なのか。広島も岡山も海沿いから山に移設したから霧でちょいちょい降りられんのやで。それがあって日本でも有数の誘導装置があるんやで。話には聞いていたが広島空港ってえらい偏僻な場所にあるな。イノシシは平気で出るで、熊は聞いたことないわ。広島空港に着陸するとき怖いで。激突する？やべえ、空港、みたいな感じでスリリング。ツノワグマってそもそも九州では絶滅して中国とか西日本だと絶滅危惧種やなかった？ヒグマと違ってか弱いんちゃうかな。子熊の近くには必ず母熊いるで超危険や、凶暴になってるし。一致ガンバ。そっち側歩いてる人初めて見たわ。左曲がって432号行くのかと思ったら直進するんね。一致、広島ではお好み焼き食べたい？焼きそば入っとるから実質ラーメンやな、白目。焼きうどんタイプもおすすめ。Y の近所にある広島お好み焼き屋は焼きそばかうどんを選べるで。
うどんでお好み焼きうまそう。うまかったわ。ツイッターにハッシュタグおたふくを載せたら、おたふくソース公式からいいねがあったわ。綺麗な道やね。綺麗に整備されてるな。高速道路から空港に向けての道だから、さすがに綺麗にしてるわな。海沿いはスルーしたのね、残念。一地は基本山沿いや。今日は満月やから道からよく見えそうやな。広大聖ジェイミンと書いたら夜美味しい店でも紹介してあげてくれめんす。快活周辺なら颯爽とかか？広大聖ではないが。教授ジェイミンか。教授？理事長かも。いや待て学長かもしれん。広島のお好み焼きのソースってオタフク？カープソース？どっちもあるで。広島市内なら感覚的には7対3から8対2でオタフクや、県北とか福山やと感覚的には4対6から7対3でカープソースや。3月。カープソースがスパイシーでオタフクソースが甘めやっけ？そうや、ワイはカープソースのお好み焼きの方が酒のつまみになるで、まあ鉄板から熱々のまま食うからどっちもビール進むんやけど。とこにセブン見つけたから少し休憩やな。しばらくコンビニとかないみたいやし、正解やね。噴火の影響は一致にはないんか？公開が気になるやが、あれ、ガラス質だから、スーと肺がやられるし、目もやられる。近くで防塵マスク買ったらええやで、おすすめは重松の使い捨てタイプ。ちなみに、最上の快活の近くの夢タウンのフードコートがリニューアルされて、いろんな店が入ってるから、近場で済ませたい時はおすすめやで。あと2時間くらいで最上？3時間くらいちゃうかな。18時前に着けば上々やな。風呂は行くの？今日は快活で済ますと思うで。全国の快活使ってるし、むしろ快活スポンサーなったれよ。快活ってデカデカとプリントされたシャツやザックでと掘るのかよ。テンション下がんだろ。この盛り上がりってことは、到着しそうなん？最短ルートだと、あとわずか301キロや。最上って観光的なのってあったけか？ダイソーのでかい倉庫しか記憶がない。酒蔵？へえ、酒蔵いいなぁ。今広島か。広島市東辺やね。今日ちょうど所用で離れてるわ。一目見たかった。今来た、さすがに壮絶やないか？出発から今何日かかったんや？ 10 月2日発や。3月、18日間歩き続けてるんか、すごすぎるわ。仁義なき徒歩旅、広島市東辺。スネークに来欲しいわね。誰か一致にお好みおごってやれ。ものすごく行きたいけど、日本海側から山越えていくから、タイミング難しいのや。1、仕事を休む。2、嫁の目をごまかす。ハードル高い。既婚ジェイミンや。それは無理だね。わしも無理じゃ。だって千葉だもん。仕事を休んで嫁と一緒に行けばええやん。そうなると今度子供がな。子供も連れて行くんやで。徒歩2機はもはやアミューズメントに進化したんや。この辺ならお好み焼きもええけど、汁なし担々麺とか結構うまいで。まだ食っとらんのか。昼ご飯は食べたで、晩ご飯や。再開。今更なんやが、一致は何のためにこれしてるんや。そら、地の果てを見たいって探求心やろ。ここ渡るってことは、脇道を行くのかね？せやな。もう東広島なのか、たまげたな。高速の速度を進むんかな？平面交差やから、カット日地元民に気をつけるんやで。わかったで。風景、稲が輝いとるわね。こっちはまだ買っとらんのか。おお、秋の景色。田んぼがいい色ね。実ってるのを。広島空気良さそう。広島ではお好み焼き食べる？せやな。やっぱしっかり食べながらだから、歩いててもかなり痩せるんか？若干減った。汁なし担々麺食うてくれ。あんな辛いだけのものは食べさせるべきでないとあれほど。ワイがお好み焼き食いすぎて飽きてるだけやもんな。お好み村で食べた広島焼き、うまかったわ。確か発祥だったかな。発祥うまいよな。いくつか分派があるらしいが。いきなり無償に食べたくなるの、なんでやろな。のどかな風景だ。この景色が続く中で差し入れに来たんか。いい天気ねえ。しかし、転勤で広島県出て20年、随分風景変わったな。一致、その先の小谷サービスエリアは、従業員通路から徒歩で入れると思うで。徒歩とはいえ、サービスエリア入っていいの？ええんやで、Y の実家、海老名サービスエリアの近くやが、小さい時とかよく散歩で連れてかれてたわ。入ってもええんやね。俺も今度行ってみるわ。小谷サービスエリアなら、店の中に給茶器があって、あったかいお茶飲めるはずや。サービスエリアって、地元民の休日エリアにしてるところもあるよな。刈谷とかも下道側にも駐車場なかった？広島県民が食ってるのは広島焼きやろ。アンさん、それ言うたら戦争なるで。お好み焼きは大阪のもんやろ。仁義なき戦い、広島編、お好み焼き戦争が始まりそう。
お好み焼きと最初に呼んだのは、実は東京なんやで。広島県民が食うのがお好み焼き、大阪民が食うのが大阪風お好み焼きやで。って、戦争になるで。広島に行ったら広島風お好み焼きって書いてあるし、大阪に行ったら大阪風お好み焼きって書いてあった。結局プライドより自己利益優先の方々なんだなと思った。風お好み焼きって使えば戦争にならないってこと？そやで広島焼きがあかん。3月、一つ賢くなったわ。広島焼きでええやん。言葉的には誤解なく、物が特定できるのが大きい。関西のは大阪焼きでええやんと始まるのが広島人。一般的にお好み焼きは大阪のソウルフードの一つって認識やろ。そんなことあるか。大阪はソウルフードまではいかんと思うで、千利休のが元祖やという説もあるけど、広島も大阪も戦後食べ物がないから広まっただけで、広島の方がソウルフード感強いイメージはあるわ。どっちもお好み焼きでええやん。どっちも美味しいもんな。ただ、東日本の田舎やと大阪風のお好み焼きだらけで、広島風は食ったことない。改めてお好み焼きを息で見たら、ピザ説まであっておもろいな。ワイもやってみようかな。仕事辞めて暇だし楽しそうや。すれたてよろしくね。ワイもやるつもりやで。いつ頃？楽しみにしてるやでー。徒歩旅のすれたてしよかな、と思う気持ちもあるけど、今からやっても2番煎じみたいな目で見られるんやろな、という気持ちも半分ある。結構いろんなやつが立ててるから気にすんな。一致が一番メジャーやろうけど、結構他もあるで。差し入れいただいたで、3月。ナイススネーク。ナイススネーク。ナイススネーク。スネーク。誰かわからんがようやった。ナイススネーク。待ってました、ナイススネーク。一致は今どの辺歩いているん？もう小谷サービスエリアか。は、すごい。18時前に着く。早くに着きそうやね。近代そんなとこにあるのか。富士グランや、明日のゴール予定は甘なんちゃらってとこ？廿日市のことか？それだ。ちなみに嫁んが、廿日市やで。なんかイメージやがみかん育ててそうな地名だな、廿日市。東広島からなら、廿日市の厳島らへんが良さそうではある。明日は広島で阪急やな。おう、阪急即尾か。戦闘あるとええね。阪急か、なら山口県内は駆け足になるかな？しかし風向きが北西から南東に流れてよかったやで。もっと夏場に行っとって噴火したら、はい直撃しとったやで。そういえば、昔宮島口で牡蠣が入ったたこ焼き食べたんやけど、まだあるんかいな？高速の速度は小刻みなアップダウンがあってあれやな。地味に体力削られるやつやね。さっきからずっと上りね。今来た、お疲れ様。足に豆とかできてないんか？強靭な肉体の持ち主だから大丈夫だと思うが。ぼちぼちやな。坂道は下りの方がきついんじゃなかったっけ？気をつけるんやでー。急な下りが一番やばいわね。地元民しか通らなそうな道やな。通学路だったら自転車で猛スピード出してそうな道やな。下り道はきついよな。下りの方が筋肉痛になるからね。こういう道って歩行者がいるなんて考えずにスピード出す車が多いだろうから気をつけてほしいわね。そのまま速度を進んだら3年前の豪雨災害の爪痕に遭遇するな。もし山口でゆっくり過ごす時間があるなら、にはぜひ削りかまぼこを食べてもらいたい。山口県なら山賊に寄ってほしいな。また空が綺麗に。高谷ジャンクションのあたりかな？高速沿いの道の方が山陽線沿い行くより距離は短縮できそうだし、いい道っぽいね。はルートファインディングの技術もありそう。暮れ始めてきたわね。宿までどうか安全に。夜は気をつけた方がいいことあるからな。昼も気をつけろ。山が削られている。人為的に？豪雨災害の後だと思う。ソーラーパネルでも設置するんかね？ソーラーというより植林しそうに見える。北向きっぽいしソーラーパネルではなさそうやな。これか。Google マップで見ると、その先も何箇所か崩れた跡っぽいのがあるね。なんかめっちゃローカルな道感はね。地元の人しか通らん、地元の人でも通らん、ぽい道やね。ちょっと楽しそうや。を見習って、一駅歩いてきたで、30分くらいか。はあ、いいな。徒歩の旅じゃないと歩けない道だし、見られない景色だよな。確かに車で旅行ならこの道は選ばないわね。徒歩でも普通はこの道選ばんがな。わだちっぽくなってるから、交通量は意外とあると見た。ほんまや。この辺は4カ所くらい結構大規模な土砂崩れが起きて、高速のトンネル内に背の高さくらいまで土砂が流入したんやで。そうなんか。山間部の土砂崩れ、恐ろしいな。
はい、一致の写真見てると、さっきの1枚以外は微塵も感じさせないわね。384の記事の通りで、10日経たんうちに土砂撤去して開通した際は、マジで日本の技術のヤバさに感激したもんやで。最近の豪雨はシャレにならない。1時間で例年の1ヶ月分の降水量とかあったりするし。距離的な問題があるから仕方ないけど、せっかくなら竹原から呉あたりの海沿い歩いて、多頭美な景色を楽しんで欲しかったわ。ここか？そうやで。3月、高速沿いは何か目印になるようなものがないから、スト流追跡しづらいわ。現代は整備されとるけど、江戸時代とかは山間部から城下に出るのにも大変だったろうな。Y が10代の頃ようやく整備されたわ。これ1000キロ超えてるよな。昨日の時点で911.1キロやな。あさってあたりに超えるんちゃう？ひえ。アメリカだったらニューヨークからデトロイト、中国だったら北京から南京手前くらいの距離を歩いたことになるね。最上の快活止まるなら、そこから徒歩5分くらいの酒蔵通り、ってとこ、寄ってもええかもな。雰囲気あるやで。差し入れいただいたで、サンキューガッツ。ナイススネーク。ナイススネーク。ナイスね。ナイスネーク。ナイススネーク、よくこんな特徴のない場所で見つけられたもんだ。ナイスね。ナイススネーク。ナイスね、全くよう見つけたな。山間抜けたようやね。こんなところに潜んでるとはなかなか怖いな、オンジェイミン。全国津々浦々に潜むジェイミン、隠密のようだ。逆にこんなとこ歩いてるの一致くらいしかいないから見つけやすいのか？まだ明るいからいいが、暗闇の山道なんかでスネークされたら寿命が縮む。確かにこんなところで声かけられたら心臓止まるわ。さすがに夜道で声かけたら怖すぎるけど。ビビらんで足元めず、フレンドリーに差し入れ受け取れる一致もなかなかやな。なんて言ってみんな声かけてるんや、一体。違う人物やったら恥ずかしい話しかけ方やな。一致さんですか？とかやないんか？はーいわいオンジェイミン、ヤッホー、とか言うてるんかな。これなんだ、とか。へ。わいは、一致差し入れやでー、や、まともに話せる一致で、こっちが恥ずかしなったわ。へ、なんでそんなコミュ力あるんや、みんな。間違えて他人に声かけたジェイミンもいそうやな。すれ違うとあかんから、だいたいここ通るか？ほな待ってるわー、って待ち合わせしてるやん。素晴らしい勘とフットワークやね。さすが若いジェイミンたちやな。最上には大したラーメン屋がないんよな。安くて量多いとこなら山石とかかと思うが。もうそろそろ最上の市街地に入るかな？あと少し。おお、もうすぐ。麺空海って気になる。肉キングが気になる。個室ない方行くんか。と思ったら、個室ある方は臨時休業しとったわ。快活に店舗あるのか？とかやん。疑問なんだが、一致って快活の従業員に徒歩2期ですか？とか声かけられたりするのかな？快活スタッフさんに一致のファンがおったらドキドキやろな。ワイの店来るやん、とか。朗報、快活。お疲れ様ー。お疲れ一致。お疲れー。おつー。やったぜ。ようやっとる。お疲れ様です。しっかり食べて、ゆっくり休んでやー。今日もお疲れ様やで。おつやで、今日は距離は短めやけど登りだったし、いつもとどっちが大変だったんやろ？いずれにせよゆっくり休んでや。みんなサンキューガッツ。今日はここまでやな。明日は朝早めに出て、早めの広島到着目標やね。ぼちぼち休息日作らんのか？山口はまた長距離移動の日が増えそうやし、広島あたりで休息日入れておいた方が良さそうな気もするが。明日半休やって。半休だけなのか？全休日なくて大丈夫なんやろか？とは言いつつ、広島まで33キロあってさすがやな。一致、広島では多少観光するんかいな？松田スタジアム行ったことある？一致お疲れ様、ゆっくり休んでやー。おついに広島まで来たかー。いよいよ九州見えてきたな。ゴール見えてきたね、お疲れやで。個室がない快活って、パーテーションくらいはあるんやろ？ブース席はあるやろ。鍵付き個室がないだけで、個室はあるっぽいで。おつ、峠越え激しくおつ。お疲れ様、明日の動き楽しみやな。晩ご飯なんだろう？丸亀製麺。なんかうまいもんでも食ってくれ。まだ早いか？岩国駅前の自由空間。最近寒いけど大丈夫か？一致のとこは月見えるかな？晩ご飯食べさせてもらったで、サンキューガッツ。油そばか？うまそうやな、ナイススネーク。変わったメニューやね、今夜は。スネークかな？ナイスやでー。おう、うまそう。油そば。ナイスね、美味しそうだ。今日の補歴。だいぶ近づいてきた感あるね。山登りお疲れさん、下りも気をつけて。
一致30日に支払いって言うけど、土曜日だけど完全に失念してた。月明けに払うように連絡するわ。これは月末まで延長来たか？それだとだいぶ余裕出るはず。今唐突にタイムリミットが移動したような。とにかくお通夜で一致、ゆっくり休んでな。今日はセーブしたんやね。明日は晴れるといいな。明日には総歩行時間が200時間超えそうやな。一致が歩き切ったら、その後の楽しみは何になるんやろか。福岡マリンワールドまで300キロを切ったけど、ここからが正念場やね。今日は快活で休んで明日の広島に備えるやで。うわぁ、なんやこっちが勝手に緊張してくるわね。300キロで一致の足なら単純計算で6日で行けるから結構余裕。雨が降らなければ。そろそろ全休日作ってほしい気はするかな。中途半端なとこで怪我したら大変だし、筋肉の回復は重要だと思う。ゴールが見えてきても300キロ、一致だから言えるんだよな。足と天気と相談しながらご安全に。300キロ。正気ではない距離やな。それでも。一致お疲れやで、一緒に飯食えて楽しかったやで。ナイススネーク、地元飯見れてよかった。地元飯しちゃうんや。本当はもっとおすすめのところ連れて行きたかったんやけどな。せっかくの休息の時間を邪魔せんように近場にしてまった。地元飯って何があるの？お好み焼きとか汁なし担々麺とか牡蠣とかやな。ゴールが近づいてきてるということは終わりが近づいてきてるということでもあるわけで。ほぼ1ヶ月か。宿代すごそう。言うて快活なら一月毎日泊まっても3万いかんくらいやで。さすがに一泊1000円じゃ泊まれんやろ。休まらなそうやん。着いたんか、一致の写真とストビュー2機で楽しませてもらったわ。山賊が近づいてきましたね。最上のネカフェ近くにある山石ラーメンがクソうまいで。最上は焼いた豚肉とか鶏のホルモンを日本酒で炊き上げたびしょ鍋が名物や、酒造りの町屋でな。ネットでレシピ調べて作るんやが、一度本場で食ってみたい。9日で300キロか。少しゆっくりでけるやろか。これまでも一度も弱音が出てこないから、どんな心境なんやろうか。徒歩旅ってお金どれくらいかかるん？1日3000円もかかっとらんやろ。野宿で浮かしてもいるしね。お金尽きたら現地調達、バイト、するガチ放浪スタイルだと本気で安上がりやけど、期日と行き先決めて動く一致のようなスタイルだと意外とお金使うんよ。まず一致はそういう余裕が完璧にない徒歩旅やしな。1ヶ月の旅で10万円プラス帰りの交通費ってとこか？まあ差し入れとかでも賄ってるやろうし。それでも安く上げてるやんな、すごいわ。ラーメン快活ラーメンの塾弁当ラーメン快活ラーメンの塾。ゴンドウ雨ゴンドウ、雨ゴンドウ、みたいに言うのやめえや。うどんもあったぞ。せやな。食い物よりスーパー銭湯とかおごりたいな。けど感心するのは安全に野宿できる場所を定力見つけるその能力やね。一致、ラーメンよりもうどんのが消化にはええで、これからもなるべくうどんにするとええで。悪気ないんやろうけど、〇〇した方がいいとか、〇〇を食べた方がいいとか、一致は金銭求めないとか、そういう外野の声が一致をどんどん不自由にさせてるんやで。初期の頃と違って、返信が淡白なのも、色々話さんなったのも、周りがとやかく口出ししすぎたからや、食べたいものくらい自由に選ばせてやれや、徒歩2機の旅やぞ。これはあるやろね。今日はどこまで？東広島かな。せやな、東広島の最上や。3月。ゆっくり休んでや。一致寝たんか？ほんならお休みやで、またな。スネークしたいけど微妙はね、ちなにしく。いろんなところから声かけられてて、実は一致の心臓は弱ってそう。明日は山口入りかな。明日は広島目指す言うてた。今頃少し夢の中。明日、半日休息日とか言うとるが、30キロは歩くんやろ。みんな感覚待ちしてるよな。明日は基本下りだから、実質20キロみたいなもの。2号線怖いけど。わい、うっかり熊野古道に迷い込んだことあるけど、下りの方がきつかったで。山道ならなおさら下りの方がきついんを。おはよう。早起きやね、おはよう。今日は少し早めの出発。まだホテル取ってないけど、チェックインと同時に入れるくらいの時間に広島到着が目標やな。朝早くからお疲れ、気をつけていってら。おはようございます。今日もいい天気っぽい。数字は若干高め。広島の予報。天気ええのはありがたいなほんま。みんなサンキューガッツ。今日も山道やし、用心せなあかんな。おはよう一致、早いわね。おはよう一致、今日もご安全に。20日目。おはよう、チェ。まだ暗いね。お気をつけて。おはよう一致、広島市内はどこか観光予定？未定やけど、時間と体力があれば資料館を見に行くかも。な、人生で一回は行っとくべきとこやで。
一応、お好み村を張ってみる。携帯の充電どうしてんのか気になる。モバイルバッテリーでしょ。江戸時代の旅人は七つ立ちといって、今の午前4時には行動開始していた。今日も気ぃつけてな。暗いなぁ、今日も山道なんか。月が綺麗ですね。資料館は18時までだけど、入館は17時半までっぽい。時間的には間に合いそうかな。いい写真や。一致おはよう、めちゃ早いな。今日も旅の安全を祈る。空気良さそう。おはようございます。今日も一日気をつけて。一致おはよう、今日もご安全に。出発早いな。だんだんと明るくなってくのが綺麗やね。おは一致、早いねー。一は主要のごとく歩いとるが、過去に何か神秘的なものは感じた？わからんな。昼からは観光かな？早いな。おは一致、何時頃広島着く予定や？宿取ったんか？わからんけどホテルはまだ取ってない。都道府県によって歩きやすさって違うもんかね？歩道さえあればあんま気にならんな。おはよう、小指と股関節の状態はどう？ぼちぼちやな。旅も終盤やな。おはよう一致、今日は早いな。今日もご安全にな。朝飯食ったんか？食べた。おはよう一致、お天気は大丈夫そうかしら？今日もご安全に。休息やないんやな。一致、今日スネークしようと思うんやが、なんか欲しいもんあるか？3月、なんやろな。備品は今万全やから大丈夫やと思うで。了解や、あんま荷物にならんように気をつけるわ。スネークってくっそ難しそう。一致予想外の道通るし。スネークしようとして追いかけたが、一致の補足を見誤って置いてけぼり食らった志願者がいたから予定はしっかりな。下に入ったわね。膝と股関節を大事に無理せんようにな。おはようございます。今日もご安全に。徒歩2期おはようやで。今日も一日ご安全に。広島は緑が多いって本当だな。おはよう一致、今日は天気あまり良くなさそうやから雨には気ぃつけてや。おはよう一致、寝坊した。山道だね。朝歩くには気持ちいいかも。酸素遅う。おはよう一致、今日も頑張りや。山がいい色してる。面白い道だな。道が分かれてるな。2号線沿いじゃないんやな。486号かと思って探してるけど、どこかわかんねえ。一回シワインターの方まで上がって、そっから33号で降りてきて、2号か85号かって感じなんかな？確かに2号線沿い、歩道ないとこあるしな。あそこ道狭いくせに渋滞回避の車が多いせいで、そこまで安全じゃない。明るい日中と早朝や夜の暗い時は、どっちが歩きやすい？そら明るいうちやろ。でも一致はまだ若いから、目が利くので夜でも平気やろうが。じじいになると目が利かなくなるので夜間は無理になるんやで。夜明け前から今の時間くらいが一番歩きやすいわね。最近はもう肌寒いから、さほど日中も日差し強すぎずかもやしな。一致すいません。豊橋で路面電車の写真お願いしたものです。広島でもお願いできますか？予定が合えばでいいので。見かけたらでよければええで。すいません。無理はしないでいいのでよろしくお願いいたします。路面電車くらいはいくらでもあげるぞ。地元住民。頼むわね。今日は30キロほど、天気も悪くなく、お昼過ぎには着きそうやね。気を少しでも回復できるといいね。それと、ふらーっと山ん中迷ったりすると、松茸が取れたりしますぞ。まあざれ言です。頑張ってや。一致おはよう、アップダウンが多いのかな。気ぃつけて進んでくれやで。ここが安そうやねー。広島でホテルって言ったら。ホテルは大丈夫やで。もう取ったんか、余計な気回して申し訳ない。最近はもう寒すぎる。日が出てても寒い。秋どこ行ったん？本当に赤い瓦が多いんやな。せやで、集落とかも趣があっていい感じやで。瓦の波やな。家のアップの写真はいろいろあるしとらんやろけど、中国地方の瓦は近くで見たらテカテカよな。通称油瓦って言って、滑りやすい瓦やねん。雨とかが流れやすいようになってるんやろか？というか、雪やね。そうなんや。ということは、結構積もる地域なんやね。一つ賢くなった。ありがとう。2017年、結構積もった。はい、瀬戸内って降らない印象だったのに、雪降るんやね。はい、いろいろ勉強なったわ。ありがとな。少し休憩。お疲れやで、寒くないか？動くと暖かいわね。汗かいて休んだら冷えそう。風邪ひかんといてな。いつもどこで座り込んで休んでるんやろうね。今日もご安全に旅してな。今日は高低差200メートルの下りやね。足元お気をつけて。みんな3月。再開。今日が山場？それとも明日が山場？昨日今日の登り降りが一番の山場やないかな。距離短めの2日間にしたのも大きな理由やしな。
頑張れわいも昨日ワクチンで山場やった。今日も副反応の山場や。久しぶりに見たらもう広島か。頑張ってな。こんな木に挟まれた道、しばらく歩いてないな。田んぼとかあるとこも。スト12機が出勤してないから場所がわからんわね。広島へ。広島入りおめでとう、広島入りおめでとう。おめでとう。広島おめでとう頑張って歩きや。北広島市民のふるさとやな。起きるの早いな。近くやったから会いに行こうと思ってたんやけど、遠くに行っちまった。広島駅まで20キロ。市境や県境だと一気にどこかわかりやすくなるね。ついに広島か。今日も車に気をつけて歩いてね。なんちゅうとこ歩いてんねん。その道地元車がめっちゃ飛ばしてくるから、音が聞こえたら避けるところキープやで。ほんまこれやなこの道、ちょいちょい小走りになるわ。抜け道だから結構車来るのよ。ほんま気ぃつけてな。こういう木を久しぶりに見た。こんなところでスネークされたらびっくりするだろうな。スネークというか、リアルな蛇が出そう。スネーク宣言？山を越えたら広島なん。もう広島市には入ってるで。これが広島なんか。山奥まで広島市。広島の中では都会、地なしらき。地方の政令指定都市は合併しまくりやから、橋の方は普通に山やったりするあれやな。朝北区とか、広島の秘境。確か信号がない街があるとか。朝北まで来ると、都会になったな、って思う島根県民にダメージ与えるのやめてください。死んでしまいます。それはすまない。松江も結構都会やろ。島根県西部から松江まで120キロ、広島行った方が近いのよ。にしてもこのペースなら、土曜日、山賊弁当を岩国あたりでスネークできるかな。広島転勤になったやつが、市内でスキーできるってはしゃいでたけど本当か？気が向いた時にフラッと釣りやスキーに行ける、それが広島。ほんまだったんか。広島市は瀬戸内やから、そんなん無理やろ言うてしもた。謝らなあかん。教えてくれてありがとな。でもスキー場あるのは広島市でなく隣の廿日市市だけどね。廿日市市は宮島のとこやろ？もっとあったかいやんと思ったら、島根まで続いとんか。平成の大合併怖い。広島って、分水嶺が南側にぐわってきて、県中央部を通るんやな。ってことは、県北は日本海側気候。ってこと？三好とか、郷の川水系やしな。今日も寒いわね。車に気をつけるんやでー。30分くらい写真がないけど大丈夫か？電波が悪いだけか？には、ポプラのご飯爆盛り弁当食べてほしいな。ローソンポプラになってるから探しにくい。差し入れいただいたで、3月。ナイススネーク。生存確認。ナイスね。ナイススネーク。ナイススネーク。ナイススネーク。広島ってこんな田舎なん？広島は都会やで、仙台とか札幌と変わらん。足立区の北部見て東京ってこんな田舎なん？って言ってるようなあれ。今どの辺や？瀬野駅ってとこのあたり。がこれから通るであろう道、トラックだらけで怖い。何章超えたんやなって。広島の街中に入るとカープだらけになる。カープタクシー、カープ不動産、ローソンもカープカラーに、スタジアム周りだけ。このまま産業本線沿いに南下する感じか。背の8作超えたか。朝早かったから腹減ってそう。広島城見て原爆ドーム見てお好み焼きコースか？駅の東側にお好み焼きの店がたくさん入ったビルがあるで。原爆ドームって意外と駅近やな。広島城夜に見るなら今はピンクにライトアップされてますよ。これ、産業本線なんか。秋山街道。なんか怖そう。川沿いの遊歩道まで2キロくらい。瀬野川沿いの遊歩道は歩いてて気持ちいいからな。も気に入ってくれるはずや。あまり知られていないが、広島が日本の臨時首都だった時期がある、明治時代だか。廃藩置県やった直後の人口1位の道府県は広島やしな。くぐった、や、勉強になったわ、ありがとう。山道出てすっきりだわな。原爆見るなら水分補給しとけ。原爆は見なくていいから、両親。お昼頃には着きそう？どやろな、未定やな。秋山街道。よう見つけられるな、尊敬するで。これは難しかった。地元民やけど、秋山街道って呼んでる人いないわ。旧道って呼んでる。山道やけど抜けるの早いな。これは今日中に広島市街地抜けれそうな雰囲気あるわ。昼はお好み焼きなんかな？広島のお好み焼きはオタフクソースを食べる感覚だと聞いたことがある。ほんとかな？ソースたっぷりかけて食べるよ。Y の職場では広島風お好み焼きを好き派嫌い派が両極端に分かれとるな。
個人的にはここの店が好きや、ルート的に通らんかもしれんが。中野東あたりか ?Y の地元や。そういえば、月末の支払いを変更するって言ってたけど、解決したんやっけ？聞いてないな、日程工程も変えるんかな？月末が土日やって出年しとったから、来月にする言うとったな。リミット伸びたんかな？リミットは維持でいくで。そうか、リミットあると間に合うかドキドキしてスリルますわ。リミットってのは、マリンワールド到着が29日までってことなん？福岡を立つのが29日。そうなんやな、いずれにせよ成功を祈るやで。3月。金子勉強どうやんけ、ノートが高くて小学生の時泣いたわ。なお、この後2度ほど広島市を一旦出る模様。あと2回、一致の広島入りを堪能できるわけやな。書いたからは店増えるから、飯には困らんな。それ聞くとなんか安心やね。中野東から広島まで 12.5 キロです。畑か峠通ると近道だけど、かなり過酷ではある。松田スタジアムで野球見てたらおもろいな。温度温泉。街中に泊まるならおすすめ、サウナも使えて500円。広島のお好み焼きって絶対麺入ってるん？焼きそばと天かす入ってたイメージ。うどんもあるぞ。なお広島県民は家では面倒くさいからと関西風作る模様。うどん屋とやたら分厚くなりそうやな。でも野菜も食えるし腹持ちええし、最高やな。欲張ってうどんとそばの2種類頼んで苦しくなった記憶があるわ。わいはほうとうきつかったわ。いろんなバージョンあるんやな。ほうとうは水吸って重くなっとる割に味付け味噌とかで地味やからね。ちょっと晴れそう？せやな。あと約1週間か。ついこの間、月末まで楽しめるやんけ、って思ったのに、あっという間やな。今までで一番きつかった瞬間は？まだ先は長いから、まだまだわからんわね。ゴールしたらで。青森で相当仰天したんやが、福岡と聞いたらもう笑うしかなかったわ。1000キロ超えの徒歩旅はさすがに驚くわ。前回も晩秋の東北やったから、だいぶ心配したけど。あと7キロぐらいで広島駅だから、2時頃着いてから飯かな。広島市内は、つけ麺に汁なし担々麺にうどんも美味しいお店たくさんあるから、一致が何選ぶか楽しみ。そういや、広島だとここ有名なんやっけ？ここ見たり、広島地図見てると、お好み焼きすげえあるから、お好み焼き食いたくなってしゃあないわ。もう麺類には飽きてきた頃やろ。粉もんいけ粉もん。広島といえば広島風お好み焼きや。お好み焼きの発祥、行ってみたいな。うまそうやな。広島行く機会あれば行ってみたいわ。海田の町かな？もうだいぶ街中やねー。ラーメン食うなら広島駅前の陽気がええかね？多分広島で一番有名なラーメン屋の分店やね。エヴァにあるやつ？せやな。昔、エヴァの陽気によく行ったけど、すごくうまかった。豚骨醤油か？確か普通の豚骨。広島も豚骨文化圏なんか？そんなことはないと思う。尾道ラーメンは醤油ベースやし、なんとも。楽しそうでいいな。寝ずに歩いてるんか？寝てるで。そろそろご飯かな？飯じゃあ。12時半やで。広島ゴールまでお昼ご飯はお預けか？このまままっすぐ行くと、ズムスタの南通りそうやな。松田本社工場の近くにズーム薬局ってのがあって、横通った時に二度見した思い出があるわ。近くに本当にズーム薬局あってくさ。ズーム薬局。松田公認らしいで。はい。怪しいな。西に暗雲あって、冷たい風吹いたら確実に降るよな。意外と長引いてるな。むしろ過去最高速や、去年なら岡山あたりで浅虫水族館ついとる。の今日のお昼は何かな？そろそろ松田本社を通り過ぎたあたりかな？府中へ。おお、松田本社、目の前やな。はっや、向かい灘駅越えてるやん。あちゃー、金行きおすすめしそびれた。広島中心部に近づいてきた。とりあえず広島駅向かうのかな？雲が厚くなってきたな。目的地に着いてからメッシっぽいわね。まだ都市の中心ではない感じやね。二穂橋渡るん？松田スタジアム行く？スタジアムチラ見する。わーい。松田太っ腹。今日は市内で観光なん？もう少し先目指すの？今日はしないやな。昔の広島市民球場って今何になってる？スタジアムは一部を残して解体されたっぽいけど、その後の利用方法は宙に浮いてるっぽいね。今はイベント会場とかになってるっぽい。3月。一致楽しそうやな。松田スタジアムって球場的にはどんくらいなん？実際？広いイメージはあるけど、実際見たらどうなんやろ。もうちょっとで広島駅か。都会になってきたな。
やっぱ原爆ドームは広島城とセットで見ておきたいわね。広島は初めて来た？修学旅行以来2度目やな。おお、そうなんか、自分で歩いてきた方がワクワクするやろな。路面電車も思い出したってや。広島のグリーンムーバー便利でいいよな。電停名がちょっと難読のとこあるけど。もう少しでズムスタやね。もう広島入りか。出た。これがマツダスタジアムなのね。おお、ズムスタや。近くのローソンがカープカラー。でかいんご。楽しい球場やよ。ついにズムスタまで来たか。ほんま野球好きやな。もう着いたようなもんか。位置関係。ストリートビューでマウンド立てるで。マジやんけ。すごい。すげー、感動。これちょっとすげーと思ったわ。Google どこまで入ってるねん。カープ坊や。一致のマンホールコレクション。マンホールかわいいな。カープ市民に愛されてるな。愛されている、洗脳されている。広島で DNA ファンですって言ったら殺されるんか？意外に寛容だよ。お好み焼きを広島焼きって言うとガチギレする。カープよりお好み焼き愛が上回っとるんか。ズムスタ横のお好み焼き屋さん美味しいよー。一致、歩くのほんまに早いの。ズムスタ見せてくれてありがとうやで一致。カープ坊やマンホールも可愛いんごね。平和大通りを通って平和公園かな？おすすめのカレー屋あるけどラーメン好きだったよね。路面電車や。一致、ありがとうございます。原点電車営農。さすがにそろそろご飯やろ。広島って有名なラーメンあったけ？一致おる場所から近いのはこことか？おすすめは市電乗って本店だけど。広島ラーメンつうのがあるんか。美味しいもん食べんさい。やげんぼりに向かってるのかのう、お好み焼きじゃろ。大阪のたこ焼きみたいに手軽に食べられる形式のお店あったらええな。牡蠣が入ったたこ焼きがあるんじゃ。3年前に広島旅行で食った牡蠣うどんがうまかった。一致が牡蠣に当たってしまうという一物の不安。わいも牡蠣は当たると怖いけやめときんさいって言いたいけど、一致お腹強そうやし、一致の自由やし、とやかく言えんわね。火が通った牡蠣なら大丈夫やろ。生牡蠣食べた時にはひどい目にあったが。生牡蠣避ければええかもね。まだ旬の手前で古牡蠣じゃから。わい、加熱後の牡蠣に当たったことあっての。大当たりやな、それは。せやねん。一致が牡蠣に当たったらこの旅終了やで。牡蠣フライも焼き牡蠣も牡蠣おこも美味しいわね。牡蠣おこって何？おこなの？激おこっぽい五感やからな、牡蠣お好み焼きちゃう？牡蠣入りのお好み焼きや。もう平和大通りか、ほんま一致歩くの早いな。原爆ドーム周辺の公園みたいなとこ、ストビューで見るとおもろいな。いろんなモニュメントがある。すごい、スライリーや。3連覇の頃そこでパレードしたやで。奥のでけえ帽子が落ちてる。カープ愛じゃ。夜光るんかね？の行きたいわ広島。夜めっちゃ光りそう。ドリミネーションの？まだ早いか。ドリミネーションの準備やろ。光るとこうなるんか。すごい。3月。雨降りそう。平和公園に行くんかな？そういえば資料館行くって言ってたような。橋渡ってすぐ右が原爆ドームかな。もう一本北の橋のところじゃあ、ドームは。今どの辺？広島過ぎたん？ちょうど広島、原爆資料館に向かってるっぽい。すごい。橋渡って右に広島平和記念公園やね。原爆ドームはもう一個川上の橋や。東京駅を出発して20日目、広島到着。お疲れ様です。おめでとう。お疲れ一致。お疲れ様ー。一致お疲れ様です。おつやでー。お疲れ様ー。お疲れ様。一致お疲れ様。朗報、広島平和都市記念碑、東京駅から徒歩圏内だった。語弊がある表記だが事実という。慰霊碑アーチの奥に原爆ドーム。ほんまや。そういう作りやしな。これ知らなかった。こう見えるように火を作ったんやて。爆心地、もう少し離れてるんや。なんとか病院のとこやった。相生橋のとこが目標だったと聞いたが。本川と元安川の分岐点を目標に投下したとは聞いたことがある。そこから多少風で流されたりでもしたんかね。T 字型で目立ってたから狙ったと言われとるな。ここらしい。3月や。サンクス、わしが行った時は、ドームのあたりには人はおるけど、そっちに来る人おらんでな。このアーチって毎年総理大臣が来て礼するとこ？オバマ氏も来たとこ。昼飯食わんで資料館か。ご飯食べてバッグ置いて資料館やな。ご飯どこ行くんやろ？ご飯食べたらチェックインにちょうどいいわね。おつやで、一致。おつー。到着したんか、ようやっとる。遠くまで来たな。
山口もくっそ長いよな。朝から歩き続けてて偉いな。一致頑張れ。ご飯食べます。昼飯何食べるんやろ？楽しみ。今日の昼ご飯なんだろう。担当食べや。いっぱい食べんさい。担々麺、汁なし。なんかシャレオツな感じ。はい。うまそう。一致ネギ好きやな。おお、うまそう。いいね。ここやろか？この器は国松かな？うまそう。やっぱ麺類なんね。辛いのも好きそう。広島焼きは晩ご飯の楽しみか。一致お疲れ、ゆっくりしてや。一致うまそうなの食べてるな。ただ消費カロリー的に数杯は食わないと釣り合わないような。今日の補歴。もう宿に着いたんか？着いた。お疲れー。また観光に出かけるにしても、一旦体を休めてからやね。お疲れやで。お疲れ一致、これから観光？資料館は見に行く予定やな。今は修学旅行生も多い時間やから、少しずらしていくかも。ちょっと休んでから出かけると、ええ感じになりそうやね。18時閉館やから17時には行った方がいいで。下り貴重なのもあって、過去最速。食事とか風呂とか、長時間の休憩がなかったからね。写真撮りながらで、平均 5.3 キロ毎時は速すぎる。スネークした時は意外とゆっくりだったけど、一人になると時速7キロくらいで歩いてそう。推定の計算式が10時間歩いたら1時間くらいは休憩するやろ、みたいな感じになってるから、長時間の休憩したら落ちるし、休憩なしなら上がる、数字のマジックやね。多分5キロ毎時くらいだと思う。足に来てそう。そんでも40キロ超え。今日は無事広島市入りできたで。広島県も最終盤、明日の山口入りに備えて、今日は体を休めるやで。マップで見るとかなり来たけれど、100里を行く者は90里を半ばとす、精神で進まなければあかんわね。もう明日は山口に立つんか。山口長いし、ここいらで1日くらい休息日作ってもええ気もするけどな。一致お疲れ様、ゆっくり休んでください。多分宿の近くに温度温泉って安い銭湯があるよ、おすすめ。Y が東京広島を歩いたら、一月は優に超えるんを。お疲れ一致、早めに休めてよかった。ゆっくりしてな。徒歩2期お疲れ様やで、山口も難所だし、しっかり休んで明日以降に備えてな。静岡よりは短いかな？静岡より町が少ないのが最大の欠点よね。あさっての岩国から周南を乗り越えれば、だいぶ楽になれそうだし、もうちょいやね。一致お疲れ様、今日は広島でゆっくりなんね。このところ毎日思うけど、夜はゆっくり休んでな。一致広島ついとる。お疲れ様やで、広島の中華そば美味しいから食べてってやー。うどんチェーン店、力でも美味しい中華そば食べられるでー。情報ありがとうやで、食べに行ってくるわ。岩国の峠と宇部の峠だと、どっちが険しいの？国二沿いで行くとしたら？一気に徳山まではきつい距離だから、岩国経由だと思うで、錦帯橋あたりで野営でもいいけど、自由空間の方がええやろ。山口民一致に差し入れ頼むで。任せて。明日から山口なのですね。連日ここ見てて、スネークする気満々だったけど、仕事が入ってしまった福山とか糸崎で粘ればよかった。山口市通過がちょうど日曜日か、ふむふむ。山口はなんであんな場所に市役所があるんや？あそこが中心地だから。ほ3月。県庁もあそこらへんなんよ。県庁はちょっと離れてる気がする。県庁から市役所まで歩いて10分やけど。そんなもんか、いつも車で行くでな。柳井方面来るかと思ってた。Y の地元はあさってやな。山口市、湯田温泉ある？一致疲れて寝ちゃった？足、かなりきついやろけど頑張ってな。福岡で美味しいもんいっぱい食べてくれ。トータルの歩行時間が200時間を超えたわね。距離ももうすぐ1000キロやし。こっから先、漫画喫茶とカプセルであれしてみた。いい感じのとこ使うなら。こんな感じなのかな？一致の計画がどうかはわからんけど。もう広島来たんか、すげえな、宇部市来たら差し入れするわ。宇部市街はショートカットされるんじゃないかな。マジか、快活クラブあるから、一致ここに泊まるんやろうな。って妄想してたけど、しゃーなしや。週末まで雨予報はないからとりあえず安心。今来た、もう晩飯済んだんか？そういや夕飯まだだな。14時半頃に汁なし担々麺的なの食べてたが。まだ晩ご飯の報告はないわね。平和資料館行って帰りに食べるんやないかな？何食べたかな？やっぱお好み焼きかな？あらもう3時頃に宿に着いてたんか。見返したら、資料館に行くというのが一致の最後の言葉。夕飯もアップしてないから疲れて寝てしまったか、機材か通信の不具合か。寝てるんならそれでええわな。連日無理しすぎてるからな。ずっと神経張り詰めてるんはきついやろうからね。なーに、流川の夜は長い。続報を待て。
時間かけて平和への祈りを捧げてるんやぞ。明日は原爆記念館に修学旅行生を見に行くんやっけ？わい行ったことないから画像上げてくれたら嬉しいな。現場の記念みたいな言い方で草。何の音沙汰もないので、精魂尽き果ててホテルで爆睡してるに一票。起きたら深夜とかやな多分。ツイッターは4時間前にお休みしてるで。ほんまや、寝とった。たまに意識失っててもいいと思うの。ぐっすり眠りんさい、自由に行動しんさい。せめてなんか食べて風呂入ってたらいいんやけどな。一致お疲れ様、おやすみ。差し入れ食っとるんじゃないかな。一致が今回の旅で食べたご当地おやつ、大あん巻き、あじゃり餅、たこ焼き、明石焼き、かっこ卵焼き。明日一致はワイの家の近所通るんやろな。関門海峡渡るの楽しみやな。徒歩ならあのトンネルしかないし。福岡で待ってるよー。とりあえず福岡で待ってるであろうスネークたちに次ぐ、ソーシャルディスタンスやぞ、忘れるな。一致そろそろか。おはようございます。今日は終日 10% 予報、岩国の天気。一致はまだすやすやちゃう？おはよう、一致はまだおらんようやけど、寝とるんちゃうか？おはよう。おはようございます。ゆっくり休めた？ぼちぼちやな。おはよう、いよいよ山口県か、頑張ってな。こっからは俺もよく知ってる道になっていくわ。おはよう、今日も一日気をつけて。徒歩に気おはようやで、今日も山道やし、ご安全に。すぐに寝落ちしてあげられなかったけど、昨日お好み焼き食べさせてもらったで、サンキューガッツ。うまそう、ほなら今日も一日お気をつけて。野菜も肉も食えるしな。お好み焼きうまそう、今日も頑張ってな。今日は8時半から9時くらいの出発で、岩国がめどやな。岩国か、今日はアップダウンそれほどないけど、無理せんよう頑張ってください。おはよう一致、出発ゆっくりなんね、今日もご安全に。おはようございます、今日も一日気をつけて。おはよう一致、今日で広島終わりの予定か、早いな。東京は雨で寒いけど、そちらはどうや？結構冷えるわね。この1週間で野宿のハードルがぐっと上がったよな。本当はここから3回野宿入れる予定だったんやけど、この冷え込みだと1回が限界やね。寝袋だけみたいだし、ほんと無理せんといてね、応援してる。感じのとこがあるといいね。西とはいえ野宿はやめといた方がね。ここまで来て、体調不良でリタイアは目も当てられんで。旅の終わりも見えてきたわね。一致おはよう、今日は久々に平地歩きだね、お気をつけて。一致がいつも言うように、ここからが本番やね。今日もご安全に。一致おはよう、汗かいた後の冷え込みにも気ぃつけてや、マンホールシリーズ楽しんでるで。今日も冷えそうやね、お気をつけて。ゴールまで雨はなさそうやな。博多駅近辺は雨降ってた。山陰も降ってきた。福岡も最近急激に冷えてきてるしな。東北ほどじゃないけど、こっちの野宿もしんどい気温になってきてるわ。関東は今日雨やね。最低気温1桁だから、一致もみんなも体調にはお気をつけて。長い旅もあと1週間か。一致最後までご安全に。いよいよ山口県入りか。頑張れ一致。一致岩国来るんか？どこら辺歩くんや、ワイと会わへん？多分街中は通るんちゃうかな。一致おはよう、今日も旅の安全を祈る。ワイの近所なら、妹の財布から2000円くらい抜いて渡すんやがな。快活も大概だけど、終盤に野宿かける3覚悟の上、ってどれだけ強靭なのよ。ホテルだとゆっくりできてわね。しっかり準備して出発できる。ホテルは朝食付きかな。あったかいもん腹に入れて、今日もご安全に。今日で丸3週間、21日目。まだ3週目やったんやな。まだ3週目で、本州の半分以上歩けるってすげえやね。みんなサンキューガッツ。天気で何より。天気が良くて何より。今日もお気をつけて。ご安全に。平和大通り。紅葉には少し早いわね。岩国錦帯橋のあたりはどうだろう。綺麗だといいわね。橋やな。これ、原爆の時に広島市民が飛び込んだ川か？それは元安川って言われてるけど、この太田川にも飛び込んだ人いるだろうね。2期はどうしてこんな供養に挑むの？そのうち九州最南端から北海道最北端まで歩くとか言い出しそうで心配や、死んじまうぞ。これ、心配や。踏破してない水族館だけ目指してるんやろ。改めて見てみると、とんでもない距離歩いたんやな。スネーク成功。差し入れいただいたで、3月。ナイススネーク。ナイススネーク。スネーク。スネーク。ナイススネーク。ナイススネーク。ナイススネーク。だんだん怪しい雲が増えてきたわね。雨降らないといいね。ナイスね。結構ハイペースやな。2日は東京で、いつの間にか広島。
Google マップ見ながら色々と計算、今のペースなら余裕で間に合うな、すげえ。今回はすんごく頑張ったのかも。今日どこまで行くんかね。岩国だとちょっと短いけど、久我駅だと遠い。このペースだと廿日市あたりやけど、一致的には岩国みたい。降りそうね。パラついてきたわね。あらら、体冷やさんようにな。降ってきたか。関東も1時間ぐらい前からパラパラと、傘さすほどじゃないが。もうアルパークのそばなのか、ほんと早いな。この辺りから宮島口までは駅伝コースやから進み具合もわかりやすいわ。見知った景色なのは嬉しいが、一致が広島から離れてってるのが実感されて、ちょっと寂しい気分。わかる。同じく。ほんそれ。激しく同意。そういえば一致、広島で資料館は一旦、気質ならすまん。行ったで、修学旅行で見た時とはなんか変わってた。一旦か、ちょっと前にリニューアルしたっぽいな。展示物が生々しすぎる、って理由で何度かリニューアルしとるで、あそこはそういう配慮をすべき場所やないと思うんやけどね。雲行き怪しくなってきたな。こや一雨降りそうな気配やね。もしかしてもう降ってる？雲の重さ半分違う。天気悪そう。お昼時に宮島らへんに着くなら少し根が張るけど穴子丼食べてほしいな。修学旅行で宮島行って地元の鹿に持ってたお菓子カツ揚げされそうになったわ。奈良の鹿もそうなんやろうけど、宮島の鹿は神聖な生き物やってことで甘やかされてるから凶暴やねんな。胃の口、やな。岩国か、絶妙に何もないな。下関とかならフグがあるが、しかも東京と比べて安くて美味しいらしいな。つか東京と西日本やと5倍違うんやっけ？岩国は岩国寿司があるやないか。聞いたことないんですが。錦帯橋があるやんけ。いろり山賊、瓦そば。北九州のイメージ強かったが、岩国にもあるんか。差し入れいただいたで、サンキューガッツ。おー、ナイススネーク。ナイススネーク。スネーク。ナイススネーク。岩国か、亡くなった祖父が戦時中に勤務してたとこだ。工場あったんか？素人ですまぬ。3月。陸軍の交渉やろか。もうちょっと行ったところの川が丘の下側で南角さ。もうさえ聞くか、早えな。このペースなら今日中に岩国つけるわね。暗用豆できないの？ぼちぼちやな。怪しい雲行き。お昼頃に宮島口くらいか、上野の穴子飯はうまいけど、快活一泊くらいかかるから悩みどころやね。誰ぞ広電前で穴子飯をおごるスネークはおらんもんか。それな、出来たての穴子飯一致に食べてほしいな。穴子飯、初めて聞いた。名物なん？宮島の名物は穴子飯ともみじまんじゅうとしゃもじと宮島焼きや。宮島口から少し歩いたところにある沖田水産のシーフードたこ焼きがおすすめ。廿日市へ。今回割と天気悪いな。誰や雨ジェイミン。1ヶ月歩いてたらこういう日もあるやろ。一致は割と悪天候引きがち、スタートが雨の日とかもあったし。元運動部やと雨の日で膝とか腰の古傷に来るから動きたくないわな。そろそろみんな昼飯にはくてかする頃やな。スタートちょい遅かったから午後か。一致のお昼ご飯は皆が楽しみにしてるぞ。差し入れいただいたで、3月。ナイススネークや。ナイススネーク。ナイススネーク。ナイスね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 。今日は何日目なんや？明日で3週間かね。ちょっと晴れ間出てきた？天気良くなってるやん。今日中に広島抜けるんかな。一致は仲間がいっぱいおるんやな。な、頑張ってな。福岡に来たら博多駅の近くにあるバーガーキングでギルティバーガーを食べてくれや。うまいで。薩摩や弘前からの参勤交代がどんだけ大変やったか、体を張って教えてくれる一致。九州上陸しても目的地まで結構あるな。そういや今回の帰りは交通手段どうするんやろ。本命、LCC、対向、フェリー、大穴、夜行バス博多号、多分ない、新幹線。帰りのことみんな色々予想しとるけど、一致何も言わんから、まだ特に決めてないんと思うわ。まずは無事ゴールすることしか頭にないんやろな。今どこなんや？広島から山口に向かってる、宮島の対岸にもう少ししたら着く感じ。3月、宮島口か。宮島口から海沿いに歩いた先にある、沖田水産のたこ焼きのタコが牡蠣になってる、牡蠣入り焼きうまいで。だいぶ来てるな。おー、海や、めっちゃ綺麗やね。もうちょい先で鳥居が見れる。駅伝で走るとこやな。今北産業。アジナのところか、懐かしい。昔遊園地あったらしいな。今マンションたくさん建ってるけど。今日は丸一日市街地だから安心して見てられるやね。雲多いけど晴れてきたね。厳島までどんくらい？
宮島口、宮島間で 1.6 キロくらいやな。山高く、空青し。やっぱ海は落ち着くわ。雲いっぱいやけど、ええ感じ。その辺の式場で姉貴が結婚したぜ。結構いいペースでここまで来てるけど、さすがに船で宮島まで行く余裕はないかな？余裕以前に行く理由あるんか？一応水族館がある。鹿もいる。宮島の揚げもみじまんじゅうでおやつタイム。あんなに鹿がいるのに鹿食文化ないんごね鹿って神の使いか何かやなかったっけ？鹿は神様の使いやから食べるどころか捕獲もあかんねん。ジビエ料理は？あかんのは奈良と宮島だけやから安心していいで。なんか最近地震多いから、それっぽい雲が地震雲に見えるわ。確かに地震続いてるから気になるわね。飯は食ったん？ついに宮島口まで来たんやね。ご飯食べます。何食べるんやろ、楽しみ。かき飯。もみじまんじゅうか。揚げもみじか。ラーメン風お好み焼き。かきラーメン。ワクワク。宮島口言うたら上野の穴子飯弁当一択よ。地元民でもよく食う。これ、鹿に囲まれながら食べた記憶ある。はい、うまそう。うまそう。うまそう。うほ。一口くれ。お好み焼きうまそう。お好み焼きええやん。うまそう。お腹すくやん。すげえうまそう。なんてお好み焼き？ここかな。暴力的なビジュアルやな。ソースが鉄板で焦げた香りもたまらんのよな。部活やっとる高校生とか大興奮やろな。値段次第やけど。中心部のはちょっと高いとこ多いけど、田舎のお店は600円とかで食えるな。それこそ部活帰りに寄ったこともあるで。ええなぁ、土日がっつり練習した後とか、めっちゃうまいやろな。多分これに飯も欲しかった勢いやわ。そんな人にはそばダブル、もしくはトリプル。うまそう。お好み焼ききたー。ソースはオタフクかな？カープソースかな？そばがカリカリなんやな。家で作るんはべちょっとしとる。本場のはうまそうや。というか、卵の薄生地にオンザ目玉焼きなんやな。上の目玉焼きがええ色。目玉焼きは追加トッピングなのかな？うどんバージョンも食べてえな。広島のお好み焼きは、基本が肉玉、それにそばかうどんが入る。トッピングでイカ天、ネギ、餅、牡蠣、元県民の Y から見たら邪道、シーフードミックスなんかがある。麺は、茹でてから使う流派と、蒸し麺を使う流派があるんやで。かつ、麺が一番下でカリカリにする流派と、キャベツの中に入れて蒸す流派もあるんや。後輩に連れられ、個室で食べた高い広島焼きより、路地裏の店のカウンターでおばちゃんが焼いてくれた広島焼きの方が何倍もうまかったぜ。関東にない文化で羨ましいわ。関東にも広島の人がやってる美味しい広島焼きあるで。個人的に関東で食べる広島風お好み焼きのベストは、共同の発祥。遠いなぁ。広島からの出店なだけあるよな。神楽坂のくるみもワイは好きや、くるみ。東京はちゃんと選ばんとまともなお好み焼き食えんわ。ちょっとタイプちゃうけど、電光石火好き。東京駅店にはお世話になってます。うわぁ、お好み焼き食いてー。鶴橋風月、一緒に行こうず。広島風って焼きそばやなくて焼きうどんバージョンもあるらしいけど、なんでもありなんやな。うまかったら大正義やけど。お好み焼きって地域によって全然違うよな。全混ぜ方式の関東、薄生地の上にどっさりキャベツ&具材の関西、間に焼きそば滑り込ませ方式の広島。ほうとう入れる山梨。ほうとうを入れる？お好み焼き食べたいわー。これうまいで。牡蠣売ってる店がやってる500円。かき焼きうまそう。ちょっと前に紹介されてたお店の牡蠣入りたこ焼き。ワイのレス？ならそう。宮島口から西に少し歩いたとこにある沖田水産ってところやから多分一致のルート上。沖田水産ってとこのやろ？めちゃ気になってたんよ。食べてみたいわ。広島は美味しいもの多いイメージやけど、山口って何かあったっけ？薄ぼんやりしとるわその辺。岩国付近だといろり山賊の山賊弁当かしら。山賊焼き弁当検索したらめっさうまそうやないか。こたつに入って食べたん最高やったわ。再開。いい天気やな。山いいな。ええ景色やね。厳島の大鳥居修復中だとやっぱりわかりづらいわね。修復中なんか。宮島の欠点は近場のホテルがちょっと高めってことやな。揚げもみじはくっそうまいが。ええ天気や寒くないか？日差しあると暖かいわね。その先にカープ2軍の大野寮もあるな。アンガールズ田中氏が広島は瀬戸内海が充実しとるって言ってたけど、ほんまに充実してそうでいいな。内海やから穏やかそう。歩道がないんを。広島の牡蠣 VS 厚岸の牡蠣、ちなわいは厚岸派。宮城も忘れるな。三陸もうまいわな。下関の唐と市場の寿司もうまい。
道やわ、太陽がピカー。雨だったり晴れたり忙しいな。歩道復活。うちの最寄り駅の前空駅前やん。パチ屋のところか、そのファミマ、開店前日に間違えて入ったな。今回は宮島に寄らんのだな。まあ宮島水族館はまたいつかの旅の楽しみにとっておけばいいよ。せやな。この土日で下関着くなら、唐戸市場でお寿司たらふく食べれる。人道トンネルだから、唐戸市場まで行かんが。すいません、車でしか行ったことなくて、わかんなかったです。雨降りそう。週末の山口の天気はどうかな？土日は晴れ、気温21度やで。感じの天気やな。イエス、スネーク日和ってやつだわ。ストーカー日和ってどんな天気なんですかね？厳島って割とでかいんやな。あそこ、遭難する人ちょくちょく出るしな。今一致がいるあたりの廿日市市民やけど、さっきから雨が降ったり止んだりやから気をつけてな。今日は不安定な天気やな。そこからすぐの宮浜温泉は旅の疲れを癒すのにおすすめやで、交通量の多そうな道や。国道2号沿いやからな。普段あんまり歩いてる人もおらんよ。この辺は離島に繋がる橋が多くて、ここを渡ったらどんな景色があるんだろうって、すごく気になることが何度もある。めっちゃいい天気、あれ？朝雨だったのに。天気。宮浜温泉行きたいな。Google マップ見てると、またしばらく海の横歩くことになりそうやね。この辺は特に景色いいとこやで。海沿いか、綺麗やなぁ。ワイも旅に出たい。この先のトンネル、歩道なさそうやから気をつけてな。わかったで。岩国の市街抜けるまで景色いい海沿いはしばらくないから、広島最後のいい景色をしっかり楽しんでやー。ここら辺、本当にいい景色やな。もうそろそろ渋滞する時間帯やな、その辺。こんな道でこんな天気ばかりなら、徒歩旅も悪くないかもって思えるんだけど。晴れ男やねん。今まで山の中が多くて、瀬戸内の景色を楽しむことがあまりできなかったから、特にありがたみがあるね。眩し。亀が死んどるのか思ったわ。岩国から先の国道2号は山に入っていくけど、そっちに行くん？交通量めっちゃ多い割に歩道なんか全然ないから、海沿いの188号をおすすめするけど、188号経由はかなり遠回りになるからな。岩徳線沿いのが距離は短いわね。あくまで地図上だけど。このまま道なりちゃうかな。トンネルの歩道が狭いんやが、金明寺が一番平坦やよ。新岩国まで行けそうな気がするやけど、の豆のこさえた足が心配や。一般国道は建前上は歩いても問題ないはず。あくまで建前だが。交通事情は地元の人間しかわからんもんな。ドライブやツーリングなら迷わず188号だが。大竹。広島最後の市町村に入ったか。今日のゴール予定は岩国？せやな。周防大島のギャング丼食べて欲しかった。周防高森駅近くの高森亭のランチおすすめ。金明寺の近くの末広っていうラーメン屋さんおすすめ。もうすぐ熊やね。ストビューで岩国見たら、想像していたよりずっと立派な街並みでびっくりした。江川まで来たんやね。山高く、空青し。広島行くときに通る道や。裏歩いてたんか、今まさに2号線車で通ったから、めっちゃニアミスした。先で2号と合流するからもう満タイ。熊の一致が今歩いてた道も宿場町っぽくていいね。熊駅読めない初見殺しや。旧派か。クッパか？クバ。クバか、確かに初見は読めん。ワイはクナミかなと思った。この先区が、ってのもある。そうそう、結構紛らわしいんよね。岩徳線やっけ？ごめん、そこまで詳しくないので。金明寺峠を越えたところか？すまん、千葉県民なんよ。昔仕事で広島にいた程度で詳しくはわからん。古い地名は漢字1文字あたり1発音ってのを覚えておくと知らない地名もなんとなく読みやすくなるで。なお難読地名。統計取ったわけやないけど、中国地方は漢字2文字でひらがな2文字の地名多いよな。はい。しかし、東京から一度も雨で足止め食っていないのは人徳やね。神戸着いたら差し入れしよう思ったのに、もう通り過ぎたんか、マラソン選手か？神戸ならもう1週間も前に通り過ぎたやで。多分その時、ワクワクチンチンで寝込んでたわ。わいは、今ワクワクチンチンで今朝まで寝込んどったわ。海中行くなら、通るのは東の方やな。家からまあまあ遠いから、差し入れとか行けんの残念やわ。せっかく地元に来てくれるのに。錦帯橋は通るんやろか。割と通り道っぽいから通る置きたい。一致が金明寺の方通るんなら厳しそうやね。ドキドキやな。一度は、できれば桜の時期に行ってみたいわ。待ってるで。
桜の季節じゃなくても紅葉ならと思ったけど、まだ早いかな？種類日本一のソフトクリームや、言ってほしいわね。何それ気になる。今日が岩国駅周辺止まりなら、さほど遠回りでもないけど。シャッターの上下、店の模様かと思ったら、全部メニューやった。そういやそろそろ紅葉の季節やな。桜や紅葉の時期は野宿にはきついやろうから、一致は旅には出んのやろな。ソフトクリームも気になるわね。今年は無理やけど、紅葉時期も検討してみるやで。ありがとうな。もう夕方やね。都内はどんより雨だけど、一致の写真で気持ちが明るくなるわ。その先の左手に工場があって、広島の大竹市の工場夜景はちょっと有名らしいが。いよいよ山口県エリアねー。岩国まであと1時間くらいか。一致どんな脚力してるんや、早すぎやろ。岩国自由空間から徳山に抜けるなら、錦帯橋の至近距離を通過するから、ちょっと夜には良さそう。錦帯橋ってここにあったのか。ちょっと寄り道やが、見ておきたいスポットやね。錦帯橋周辺は雰囲気良くて好き。ワイは桜満開の時に行ったが、見事やったで。あと想像より橋がでかかったわ。見てみたいわね。錦帯橋？山口まで徒歩で行ったんか。一致脚力やばいな。大竹駅前まで来たんやね。いよいよ岩国入るね。今日は岩国までかな？せやな。あと1時間くらいかな。もう少しで県境の境橋やね。もう広島もほんの少しやな。寂しくなるわ。一致、今度は宮島水族館にも遊びに来てな。今、一致発見した。本当？今橋渡ってる、リュック背負った兄ちゃん。マジで？2号線で渋滞はまりながら、もう追い越した。声かけようかと思ったけど、タイミング合わんかったわ。橋は渡ってたわね。シューズが蛍光グリーンならそうやろ。一致は何も言ってないってことは、見つけただけか。県境越えもあと1回やな。いよいよ本州の端っこへ、山口県、突入。やったぜ、おめでとう。山口入りおめでとう。一致おめでとう、ラス前やね。残り1県。一致おいでませ、山口へ。おめ。すごい。山口来たー。おいでませ山口へ。さーて、山口がびっくりするくらい長いんだこれが。地上での県境越えはこれが最後か。お好み焼きパワー全開やね。次の県境はあの海を越える地下通路の真ん中なわけか。山口入りおめでとう。山口って何があるんだっけ？錦帯橋？長崎ちゃんめん。瓦そば。ユニクロの生誕地。どこそこって何がある？に対する回答にないような景色が多いのが徒歩の魅力よ。名言っぽいの来た。いよいよ残り2県やな。徒歩に気をつけて頑張ってな。山口でスネークなさそうな予感。山口民おるか？おーい。おるで。山口メンバー。山口って何気に山道が多い気がする。でも一致の想定ルート上はそうでもなくない？あくまで Google で見た印象だけど、新幹線より南側はそんなでもないかなと。そう考えてると、東広島は Google マップ上でも険しさが見て取れる。ストリュー、そうかな？山口の人にもらった梨がうまかった。梨産地なん？岩国へ。ジョイフル来たー。なんや北海道のカントリーサインみたいなの立っとるんやな。北海道発祥やけど、今は全国に広まってるわね。気づかんかった。脇町、短。わい岩国住みや、一致、脇のどこや？今から行こか？脇町、速攻で抜けたで。装束のジョイフルか、車で10分かからんわ。今すぐ一致にラーメンをご馳走するのじゃ。行ってあげて。このまま2号に沿って岩国やな。一致、明日は柳井向かうん？下松向かうん？下松やろ。内陸通ると思うで。一致、山口県内は町ごとの30から40キロずつの移動？それとも大幅移動の70キロオーバー入れる？ 70 は厳しいんちゃうかな。山口入りか、もうゴール近いやん。山口入りおめでとうやで、わいは山口民や、全力で応援する。この時間だけで山口民3人おるんやな。意外とおったわ。地元民の強みがすごい。さすがに日が落ちてきたわね。山口県の農水産見たら、山の幸海の幸、かなりあるんやね。空海岸線かなり長い県やし、山も多いからな。瀬戸内、響灘、日本海と三方海やし。でもフグはよその海域で取れたの、下関で水揚げをするんよ。生息域が変化して愛知県沖に変わったって聞いたことある。マジか、名古屋民歓喜。でも、フグの大量加工は特別な施設がいるから、今でも下関に運んで加工しとるんや。30年以上前から遠州沖で取れたの持っていくんよ。なるほど理解。
ふぐ刺しはお皿の絵柄を鑑賞してからいただくんやで。一致がさっき通ったくば、と明日通るであろうくが、は姉妹都市かなんかか？全然違う。今日はこの先の自由空間あたりじゃないのけ？自由空間行くんけ？一致と一緒にビリヤードやりたい。山口民意外と多いんか？なんかレスランがわさわさしだしたな。このスレにとりあえず3人生息しとることを確認済みや。おお、そうなんか。ガチで一致に山賊弁当差し入れ考えてるんだけど、車で3時間かかるんだよね。無理すんな、今から出ても一致寝とるやろ。いや、明日の昼飯。健闘を祈る。さすがに3時間はお気持ちだけでええやろ。気持ちだけで嬉しいで。無理するな、明日は難しいけど、日曜日一致に差し入れするわ。明日以降のスネークに期待やね。狭い。ひどい。何この渋滞。岩国から広島の2号線はこうなんや、いつも。片側一車線しかないからな。北倉市かな。大渋滞はルートが限られてる地方の幹線道路の宿命やな。工場勤務の人たちやろ。明日土曜日か、一致の元に届く山賊弁当の山。ボリュームあるし、割と喜ばれそうなんだよな。3人おるなら、1人は弁当、1人は梨、1人はバナナ。それなみんなで被ったらシャレにならん。山口メーカも忘れんといて。山口メーカってなんや？ウイローやな。あ、ウイローか。ザビエル。ザビエルは大分や。山口にもザビエル関係のお菓子なかったっけ？正確にはザビエル糖だそうだ。あと量の問題な。思いと一致の徒歩の妨げになってまう。前に一致が、バナナなら2本、リンゴなら1個くらいなら。って言っとった。ご飯食べます。お疲れー。ええ感じのとこで食べれるといいね。今日はここらのネカフェで宿泊したら、自由空間コミックバスターがあるで。で、明日は快活周南およそ45キロでちょうどええ感じやで。快活周南豊富32キロ、快活宇部42キロ、快活下関32キロ、と、こんな感じに街で繋げられる。さっきロング70キロって言ったのは間違いないから。なんかいい感じに進むわ。ラーメンかな？ラーメンの禁断症状が出てるはず。今日の夕飯は何やろな。お、長崎ちゃん麺か？一致、夕飯早くね。なんかいいもん見つけたんかな？一致夕飯何食べるんやろ。楽しみ。何ラーメンや？実は山口名物ウイローやで。現地と広島民くらいしか知らんいろり山賊を紹介しとくやで。金明寺行くと通らんから弁当スネークを期待しとるで。ちょっと待って何これお祭り？マップ見ると姫路から岩国で四国横断した感じやな。ほんますごいな。もう山口なんか？タイムリミットの29日までギリかな。ほんで夕飯は何やろかの。ちゃん麺。がっつり食べや体あったまりそうご飯で安心したやで。一致と一緒に歩く気分を味わうなら週末は今回が最後やぞ。寂しいの次、会えるの来年とか。言うて、一昨年とか、年に2回とかやってた年もなかったっけ？いつも、年に。今年は、もう無理えんやろ。次は春か初夏くらいやろか。夏みかんを丸ごと1個使った菓子があったような記憶。なんやそれ。夏みかん丸漬けだった。上品なメーカーやね、お値段も。夏みかんもいよかんも山口よな。愛媛のいよかんいいよかんの歌知らんのか。言葉足りんですまんな。発祥の地が山口って言いたかったんや。ええんやで、わいもすまんな。実は山口は割合で見たら、ほとんどみかんを作ってないんやで。ガードレールはみかん色やけど。黄色いガードレールは県道だけ、国道は普通に白いやで。なるほど、県が管理してるところだけなんやな。納得や。一つ賢なったわ。再開。ちゃん麺うまそうやね。まだ歩いてたのか、今日は早く終わると思ったのに、リンガーハットの長崎ちゃんぽんにちょっと似てるな。温まりそうね、あと少し頑張って。待って一致、それやとご飯再開にしか見えないの。確かにせやな。2杯目？ちゃん麺とちゃんぽんの違いがわからん。ちゃん麺ってそもそもなんやろ。一致ラーメン好きやな、今どこらへん？岩国。ふわ、もう岩国入ったんか。あっという間に日が落ちたな、車に気ぃつけてー。夜でも街の明かりが見えると安心やね。今日岩国までやと思ってたら、どこまで行くんや。錦帯橋のライトアップ狙いかもしれん。錦帯橋までは地味に距離あるで。雨？足元気をつけてや。駅前って感じ。県内基本晴れだけど、不安定で通り雨が降ってる。すぐに止むと思うわ。岩国駅前なら、今日の寝床に向かってるんかな？錦帯橋を模した張り出し屋根かな。差し入れいただいたで、3月。ナイススネーク。ナイススネーク、朝ごはんゲットかな？ナイススネーク。
ナイススネーク、早速だな。ナイススネーク。ナイススネーク。いつももらったものはすぐ消化できてるんかな。ナイスね。錦帯橋マンホール。お、迂回やっとるんか？スネークおったかナイス。山賊弁当を差し入れしたんかな。3人の山口民のうち1人は岩国やったか。山賊は弁当というよりあの場所で食べることに価値があるんよ。久我店は特にそう。まあ明日2号線歩くなら通るんじゃないか。朗報、到着。お疲れ様一致。お疲れー。おつやで。お疲れ様ー。ゆっくり休んでください。お疲れ様ー。お疲れー。個室ありでいいね。ごゆっくり。お疲れっち。お疲れやで、ゆっくり体を休めてや。おつやで。錦帯橋行くん？雰囲気次第やな。みんなサンキューガッツ、着いたけど、一旦近所のコインランドリー行ってから入るやで。今日はここで休んで、明日は周南らへんがめどやな。お疲れー。今日も楽しませてもらってありがとお疲れやで、ゆっくりしいや。一致おつおつ。う。おつ。あと217キロ、何事もなければいつかやね。300キロとか言ってたのが、いつの間にか200キロになってる。明日はこんな感じやろか？せやな、山陽本線あるってことは、勾配が少ないってことやし。一致お疲れ様やで、ゆっくり休んでおくれやす。お疲れ様です。ゆっくりお休みください。26日くらいに下関におればええ感じやな。福岡で一泊できる計算か。今日の補歴。ついにこんなところに。 1000km 突破やね。祝1000キロ。踏破距離1000キロ突破おめえ。1000キロとかすごい。3週間も歩いてると肉体改造されてそうやね。一致の徒歩記録って40キロがザラにあって、もはや見慣れてるけどよく考えたら40キロ歩くってすげえよな。時間さえあれば鹿児島まで行けるのにな。一致はもともと体育会系か登山とかしてたんかな。普通の人は壊れてまうやろ。壊れそうなのかもしれないけど、限界突破がすごいわ。野球やってたと言ってた気がする。野球か、高校野球とかなら相当鍛えられてるわな。あんがとうやで。本日ほぼフルマラソン距離。1000キロとか徒歩で行けるもんなんやね。信じられんわ。これからは今までよりは短めに刻んでいく感じやろか？それでも多少余裕を持ってゴールできそうやね。最終日の距離は短めやろし、それまではペースあんま変わらないんちゃうかな。寒くなってきたし、街の間隔が開くから、必然的に短くなる日が出てきそうな予感。29日までに着くというより、28日に着いて、29日はマリンワールドゆっくり見れるといいわね。ここから先に何があるかわからんし、余裕はあった方がいい。最終日の前日は、快活福岡下原店で一泊してからマリンワールドだと思うわ。ちな快活和白店は休業してるので注意。それがええかもな。福岡民だが、快活下原店は位置が悪い。快活和白店の近くに、ホテル AZ 福岡和白店というビジホがあるが、そのホテルの近くがマリンワールドへ行く県道59号と、福岡市内へ行く国道495号との分岐で、福岡市内にさらに40分ほど歩くと下原店、ナビタイム調べ。ちなみにそのビジホからは1時間半で目的地。なので懐に余裕があるなら、AZ の方を目標にした方がいいと思われ。まあ一番いいのはマリンワールド隣接のリゾートホテルなんだけどな。お高いけど。止めてやれ。ほーん。まあ一致の判断次第やけど、4キロ程度工程が伸びる程度やし、そこまでインパクトはないと思うで、最寄りの快活和白店が休業中なのは不運やとは思うが。今日泊まってるのと同じ自由空間が小賀にあるので、快活よりもそっちの方がいいんじゃないの？山口か、福岡まであとちょいやな。自分用で読み返すようで、すまん。お二人ともまとめおつやで。まとめに気をつ、こうやって見るとすげえね。一致お疲れ様ー。何を思ってこんなことしとるんや。死ぬんか？ここまで来れば、もう死ぬわけにはいかんやろ。毎日50キロ歩いて平然としてる人が、そう簡単に死ぬわけがない。一致山口入りおめでとう。今日もお疲れやで、しっかり休んで疲れをとってや。今どこ？岩国駅前の漫画喫茶。ビジホとかないんか、スネークで回路とか良さそう。どさんこらしいから平気やろ。すごいな、あと一息で九州上陸か、もしかして2期は九州初めてかも。山口は錦帯橋を過ぎたら関門橋までなんもないで、地名も聞いたことないのばっかや。岩国市がある。錦帯橋といえばソフトクリーム。なぜか巌流島の決戦、錦帯橋でやってんやな。そういえば一致はもうお休みなんかな。ここからまた長そうやな。どの道行くのかわからんが、山口広いし。山口地味に長いよな。関門人道トンネルが楽しみや。
明日周南をゴールにするとして、問題は明後日のゴールだよな。宇部市街をショートカットして峠越えするとなると、豊富でなくて、アジスの道の駅まで一気に行かないと、その次の日で峠越えできなくなって、峠の塾になってしまう。豊富の快活から調布の快活まで 60.6 キロ。確かにタフではあるけど、一致のこれまでの実績を考えるに、問題なく行ける距離なのでは？一致はどこかで野宿を一回考えてると言ってたので、明後日は野宿かもね。周南からアジスの間は道の駅が豊富だから、そこでの野宿はいいと思う。アジスより西は検索しても出てこなんだよな。山口初めて行った時、ネカフェめちゃくちゃ少なくて驚いたわ。海峡って歩けるっけ？地下にトンネルあるで、確かエレベーターで潜る。もう寝たんか？もう寝るわ、おやすみ。ゆっくり休んでやー一致、おやすみ一致。22日目続くでー。